こんにちは、ぴょんです。これまで私は日本各地の高級旅館に100軒以上宿泊してきました。そこで今回は数あるお宿の中から食を重要視する私が本気で美味しいと感じた高級旅館を10軒のみに厳選してまとめました。それでは決定版、食事が本気で美味しい高級旅館実践スタートです。自宅から片道5時間以上もかかる秘境のお宿。ここで味わうお料理と大自然があまりにも素晴らしく、1年間で季節を変えて3回伺いました。山奥にあるにもかかわらず、なかなか予約が取れない名旅館。なお、宮山荘と言います。こんにちは、ぴょんです。4月上旬のとある日、春爛漫の京都に参りました。京都駅から峠道を車で走ること1時間半。山の中にひっそりと佇む料理旅館、宮山荘さんに到着しました。積み草料理という独自のジャンルを標榜し、1895年の創業以来130年近く人々から愛されている有名な美食のお宿です。私も長年訪問を夢見ていました。客数は1日わずか3組。今回宿泊するお部屋は一番こじんまりとした3床です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお料理、サービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。チェックインは15時30分。それより早くは入れませんので、時間ちょうどを目指してくると良いです。3床は本間が6畳のシンプルなお部屋。つつましく質素なものの中に奥深さや豊かさなどの趣がある、まさにわびさびの美学を持った世界観です。川のせせらぎに心が選択されていくような癒しの時間をいただきました。月見台に出て日向でポカポカ温まりながら、ぼーっと何もせずに過ごす。本当に贅沢だと思います。到着してすぐ、この地域で昔から親しまれているあけびの葉やつるで作られたお茶が運ばれてきました。こちらはお菓子で焼いたよもぎ餅です。お菓子を食べ終わった頃に、今度はオスが来ました。室内の装飾を極限まで削ぎ落とすことによって自然の豊かさがより際立っています。窓際にはこじんまりとした書斎スペース。お部屋中に床暖房が完備されていて心地よく過ごせます。トイレは TOTO のネオレスト。窓があるため明るいです。反対側には洗面所。整然とした引き出しの中にアメニティなどが入っています。アメニティは何があるのか、一つ一つご紹介して参りましょう。歯ブラシ、櫛、カミソリ、シェービングフォーム、お裁縫セット、コットン、綿棒、ヘアバンド。
それぞれのお宿に何のアメニティが置かれているか、荷造りをする前に必ず調べるようにしています。クローゼットの中には、ビニール袋が2枚と、浴衣と羽織、仮紐と帯、旅靴下、コカロンが用意されていました。浴衣も含め1人につき1つずつです。お部屋の入り口を見てみましょう。なんとも趣のある一輪の大松雪草。扉の中に金庫と冷蔵庫が収納されています。冷蔵庫内のドリンクは有料。ガラス瓶に入っているのは目の前の綺麗な川の湧き水です。建築はすき家造りの巨匠中村外地氏の手によるもの。木、土、紙。昔から日本人が暮らしてきた自然素材の建物は柔らかい風合いで居心地が良いです。17時頃、自家製の拳という植物のお酒が運ばれてきました。18時30分、夕食のお時間になりました。お食事は朝晩ともに母屋でいただきます。修験道の聖地であった大悲山武成寺。その宿坊として1895年に開かれたのが宮間荘の原点です。お食事処は個室に案内されました。どこかきらびやかさも感じる書院造りのお部屋で、宿泊している別棟のお部屋とは建築様式や雰囲気が異なります。約130年の歴史を紡ぐ中、現在では4代目の当主が先代から受け継いだ独自の懐石、摘草料理を提供されています。前菜にカゴが運ばれてきました。季節の草花や山菜、お野菜やキノコ、川のお魚やジビエなど、ご主人が毎朝近くの山に入り摘み取ってきた食材が洗練されたお料理に仕立てられています。タンポポ、セリ、野人参、カラスのエンドウ、ヨモギ、オランダカラシ、フキのおめじれがけ、わらびの葉わさび巻き、揚げとち餅、鯉の卵寄せ、卵黄の味噌漬け、川エビ、イサザとつくし、味噌をつけたタラの芽、すだちのシートで巻かれたこごみなど、たくさんの山の恵みを堪能しました。前菜は栗の木から手作りされたお箸でいただきます。続いては白味噌仕立てのお椀です。椀種はオランダガラシを練り込んだ生地の中にイワナのすり身を包んだワンタンのようなもの。同じお膳にお刺身も乗ってきました。お魚の種類は濃いです。全く臭みがなくクリアな味わいでした。お次のお料理は泥がキーワード。ゆっくりと火を通すために泥で作った釜で食材を包んで蒸しています。中身は伸びるタラの芽、こし油とイノシシの油。なんと驚くことにソースにまで泥が使われています。お次のお料理は水葉がアクセントになっています。酸っぱい葉と書いて水葉と読み、梅干しのような酸味がありました。白アスパラと生地を水葉のジャムと白アスパラのソースに絡めていただきます。山椒の串に刺さって運ばれてきたのはイノシシです。僕はタケノコのペーストと薄い豆にタケノコのチップス。このイノシシは柑橘を食べて育っているそうで、臭みは一切なく優しい風味でした。続いてはおしのぎです。
伸びる野人参しじみ松の実の寄せ揚げ。下にはもち米、上からからすみがかかっています。意識的に油を使われている印象を受けました。こちらは煮物椀で若狭の具地と花びらだけ発酵させたうどが入っています。上に乗っているのは文旦で少し甘みがあり不思議なマリアージュでした。こちらは目の前の上桂川で採れたアマゴです。背骨を抜いて餃子ニンニクを入れてあり、頭から尻尾まで美味しくいただけます。添えてあるのは大徳寺納豆で炊いた生姜です。続いてはシンプルにタケノコです。木の芽の香りが春を感じさせてくれます。献立全体を通してお出汁は旨味を前面に感じる味わいが特徴だと思いました。お食事はフキノトウの醤を合わせたとろろご飯。お漬物が自然の酸味で美味しいです。デザートはタンポポのジェラートと日向夏。苦味と甘みの相性が抜群で感激しました。美味しいお料理をごちそうさまでした。お部屋に戻るとお布団が敷いてありました。枕元のあんどんが良い雰囲気を出しています。さて、急いでお風呂に行きましょう。お風呂は貸し切り制で、お部屋ごとに時間が分かれています。おそらくこの日はチェックイン後から夕食の前までに2組、夕食後に1組というタイムテーブルになっていたのかと思いますが、そのお話が回ってきた頃には夕食後しか残っていませんでした。タオルとアメニティは大浴場に揃っています。脱衣所から階段を降りていった先にお風呂場があります。お風呂の木材として最高級品である高野巻の大きな湯船。とても良い癒しの香りが漂っています。シャワーは2本でシャンプー、コンディショナー、ボディーソープもありました。先ほどは気づかなかったのですがお布団に入ってみてびっくり。豆炭で温められていました。細やかなお心遣いが嬉しいです。おやすみなさい。おはようございます。お布団を温めていただいていたおかげで暖房を消しても快適に眠れました。朝のお風呂の営業は6時30分から8時30分。草履がなければどなたかが使用中という暗黙の了解で空いていたら使えるという貸し切り風呂です。昨晩は暗くて景色が見えませんでしたが、やはり明るい時間に川を眺めながらお風呂に入れるのは最高ですね。お湯はこの地の天然水を沸かしています。とても柔らかいお水で水道から出てくるお水も甘いです。大浴場が2つあるうちの大きい方は夜、小さい方が朝となっていました。基礎化粧品はどちらも同じものが置かれています。宿泊しているお部屋と大浴場は別の建物です。お宿の奥に1154年創建の大悲山武成寺があります。当面の間、一般参拝は中止されているそうで、中には入れませんでした。
8時30分、朝ごはんのお時間です。昨晩と同じお部屋に案内されました。素朴な日本家屋でどこか懐かしい、ほっとする雰囲気です。まずはじめに運ばれてきたのは梅湯です。意外にも結構甘みのあるタイプの梅干しでした。次にお膳に乗って3種類のお料理が来ました。春キャベツと干し貝柱、セリと肉厚の椎茸、福井のサバを使ったへしこ。この地はサバ街道沿いに位置しています。サバ街道とは福井県小浜と京都を結ぶ道のこと。若狭湾で水揚げされたサバやマダイなどがこの道を通って京都へ運ばれていました。サバ街道はいくつものルートがあり、この花瀬や鞍馬、木舟を通る道は東のサバ街道と呼ばれ、険しくも最短ルートであることで知られています。清らかな純日本風の朝食で全てが美味しいです。おかずが運ばれてきました。白菜とお揚げ、お出汁が決め手のお料理です。新じゃがいもの煮っころがし、車麩ぶどう、スナップエンドウが入っています。このお料理が特に好きなお味でした。お食事も美味しく、接客も心地よく、ここまで洗練されている旅館はなかなかありません。お部屋に戻ってくるとお布団が片付いていました。日向がポカポカとしてだんだん気温が上がってきています。チェックアウトの前にコーヒーとお菓子が運ばれてきました。チェックアウトの時刻は10時30分。あっという間に時間が過ぎていきました。また次回を楽しみに帰路へ着きます。8月上旬、緑の季節。夏真っ盛りの宮間荘山に参りました。真夏といっても東京都心や京都の市街地よりも毎日だいたい7度ほど気温が低く過ごしやすい気候です。前回春に訪れた時にあまりにも良すぎて、その場で今回の予約をお願いしていました。今回宿泊するのは尺投げのお部屋です。廊下の突き当たり一番角にあるお部屋です。すき家作りの8畳一間。無駄なものは一切なく、素朴でシンプルですが品格があります。襖の上にある丸い下地窓は桂離宮正意見の写し。下地の組み合わせを微妙に互いる凝った作りで四季の窓と呼ばれます。それにしても外の景色の美しいこと。前回春に訪れた時よりもさらに好きになりました。川に流れる水の音とセミの声。おそらく今が1年で一番暑い時期かと思いますが、湿度は高くありませんし、日陰で風が通れば爽やかに感じるくらいです。大自然に囲まれていて本当に良いところで、探していた日本の夏がここにありました。
美しくて豊かで心安らぐひとときです。ゆったりした広縁には片側に書斎スペース。もう一方に姿見と浴衣などが置かれているスペースがあります。入り口の方に戻って水屋と洗面所をご案内いたします。冷たいお水と電気ケトル、グラスがお盆に用意されています。冷蔵庫にはビールとリンゴジュース。引き戸の反対側は金庫です。さらに奥へ進んでいくと洗面所があります。さりげない天井近くの窓が素敵。清潔に保たれた空間で夕食と朝食の間のお布団の上げ下げの時にもピカピカにお掃除をしてくださっていました。トイレは TOTO のネオレストです。チェックインをしてすぐに冷たいあけびのお茶が運ばれてきました。甘味は手作りの水羊羹。弾力のあるプルプルなタイプです。本日はチェックインしてすぐにお風呂のご案内をいただきました。宿泊用のお部屋も浴場も川に面していて横並びになっています。浴場は大小2つあり、チェックイン日が大きい方、チェックアウト日が小さい方です。お部屋ごとに時間を分けて貸し切り風呂として使います。前回は夕食後にお風呂の順番を割り当てられていたため、こちらの大きい浴場の明るい景色は初めてです。窓はその存在がないに等しいくらい透明に磨き上げられていて、まるで露天風呂のように感じられます。入浴している時の目線から景色を眺めると、もはやお風呂と自然が一体化しています。たらい場も広めの作りで、シャワーは2つ、それ以外に蛇口が3つあります。お風呂から上がってさっぱり、まだ16時台です。普段仕事をしているとこんな時間にお風呂に入れることなんてありませんので、一日のやることが早めに終わっていると贅沢に感じます。お部屋に戻って、月見台でお風呂上がりのお楽しみを。幸せすぎて天国です。ビールを飲むのにこれ以上素晴らしいタイミングと場所があるでしょうか。17時30分頃、自家製のすもものお酒が運ばれてきました。日が陰り日暮らしの声が優勢になってくる頃、ちょうどよく空腹が最大となってきました。お食事の準備が整ったらお迎えの方がお部屋に呼びに来てくださいます。食前酒として日本酒が1合サービスで供されました。銘柄は丹後の八坂鶴、程よい甘みと酸味があり豊かな味わいです。先付けはお盆にちなんだものです。地域によって瀬垣という風習があり、仏壇にご先祖様へのお供えとは別に牡蠣のためにもお供えを用意します。牡蠣とは生前に強欲で嫉妬深かった人間の亡霊で、成仏できずにさまよい死してもなお満たされることのない空腹と喉の渇きに苦しんでいます。
お盆になると各家庭でご先祖様をお迎えするため、少量棚にたくさんの食べ物が準備され、家族が個人の帰りを待ちわびていますが、ガキはそれを羨ましく思い、ご先祖様がこの世に戻ってくることを邪魔するので、背書きをすることはご先祖様が無事に帰って来られるようにする目的があります。ガキは口から炎を吹いており、食べ物を食べようとすると燃えてしまうことから、お米を水の中に入れてお供えします。先付けもその風習に倣ったスタイルになっていて、トマトウォーターの中にギワナ、ドライトマト、甘酒が入っています。ポワンとお刺身が来ました。ポワンはキュウリのすり流しでごま豆腐が入っています。そこにミントのゼリーを添え、レモンを絞ってあるため清涼感を感じます。お刺身は鮭科の淡水魚であるアマゴです。繊細な味わいで程よく脂が乗っています。この黄色いお花はミョウガのお花で、こちらも食べられます。続いては、鮎の背ごしです。背ごしとは、骨の柔らかい若鮎を2ミリほどの輪切りにする、通好みのお刺身と言えます。お次は8寸です。9種類のお料理が盛られています。ガラスの器の中には、水吹きのすり流し、タニシの山椒に、土壌の南蛮漬け、川エビの当座に、小芋のみたらし風、右側は食用のほおずき。ほおずきはプチトマトのような見た目ですが、マンゴーやライチのようなフルーティーさがあります。その奥はささげ、地鶏の卵黄、枝豆です。まさに山の恵みですね。お次は夏らしいトウモロコシのお料理です。冬に採れたイノシシで作られた自家製のベーコン。カシューナッツとマカダミアナッツが削ってかけられています。ボシノギはうなぎのお寿司で、かつらむきしたごぼうを揚げたものに包まれています。添えてあるのは白百合の雷干しです。お次は揚げた鯉とモロヘイヤのお椀。炊事に発酵させたみょうがを合わせてあります。上にかかっている黒いものは焦がした梅を粉末状にしたものです。香ばしい香りとともに鮎の塩焼きが来ました。目の前の上桂川で採れたものです。夏は鮎を食べられるのではないかと期待していました。しっかりと一人三尾もあり嬉しいです。時期的にももうだいぶ大きくなっていますが、ペロリと食べられました。煮物椀は夏鴨と鴨ナス。夏鴨は油が少なくさっぱりしているところが魅力で、鴨ナスは油でカリカリに揚げてあります。お食事は鮎ご飯です。献立に緩急があり、最後のご飯は優しい素朴なもので締めになります。お漬物まで抜かりなく、本当に一つ一つが美味しいです。デザートは桑の葉茶のアイスクリームと、近くの農家さんが作られているブルーベリー。ブルーベリーのラムネ、シソのジュレと合わせてあります。ごちそうさまでした。
自然に囲まれた山奥の立地を生かして、この地域の食材や文化を大切にしながら、お料理自体は田舎用にならず洗練されているところが唯一無二です。夕食の間に客室ではお布団を敷いてくださっています。夜はエアコンを消しても涼しいくらいです。おやすみなさい。おはようございます。もう少し早く起きようと思っていましたが8時まで寝てしまいました。寝具、特に枕が良くてぐっすり眠れます。川のせせらぎと虫の声が BGM で本能的に癒されているからというのも理由かもしれません。さて、母屋へ移動し朝食をいただきます。まずはじめに内臓の温まる梅湯。次にお料理が3皿乗ったお膳が運ばれてきます。僕の器からレンコンのおまんじゅう。白髄器と白瓜の甘酢漬け。脂の乗ったサバのへしこと大根おろし。次々と出来たてのお料理が届きます。熱々のお味噌汁と土鍋で炊かれた白いご飯。大皿でおかずが2品来ました。白菜ときくらげ、ナスの煮物。小芋、赤と青の万願寺唐辛子、お揚げ、インゲン、きゅうりの味噌炒め。お漬物も絶品です。ごちそうさまでした。朝食を終えるとチェックアウトまであと1時間。チェックアウトの30分前になるとお菓子とコーヒーがお部屋に運ばれてきました。次回は冬に予約を取らせていただけましたのでまた楽しみです。12月の中旬、冬の宮山荘山に参りました。ここ花瀬では街より一足先に雪の季節が始まっています。前回8月に来て以来の訪問です。今回も前回と同じ尺投げのお部屋に宿泊します。あれからまだ4ヶ月しか経っていませんが、季節はガラリと変わりました。セミの鳴き声を聞きながら夕涼みをした月見台も、本日は純白の雪化粧をしています。この辺りは大自然に囲まれていて辺りにお店などがなく、心を癒しに旅に来ているものからするとこの上ない立地です。するべきことが何もないという贅沢を味わえます。素朴でありながらもセンスの光る空間です。荷物を下ろしてほっと一息つくと、温かいあけびのお茶ととちもちのぜんざいが運ばれてきました。お付きのお菓子から美食の宿での楽しみがすでに始まっています。原則チェックインの15時30分から夕食の18時30分までの間に3組でお風呂の時間を割り振って使っていくルールのようです。
まだ他の2組が到着されていないので、一番風呂をさせていただきました。現在の外気温は5度ほどで、体が冷えてましたので、お湯が染み入るような感覚でしたが、数分経つと慣れて、全身がポカポカ元気になってきました。お部屋に戻ってきて、天然の湧き水をいただき、喉が潤されました。予報によると、今夜から明日にかけて、雪がさらに強くなるようです。17時45分頃になると生姜湯が運ばれてきました。長らく自然の音の中でぼーっとし、生姜湯で体が温まるとだんだんと眠くなってきました。心からリラックスできている証拠だと思います。18時30分過ぎ、夕食のご準備が整ったということで、お迎えの方がいらっしゃいました。まずはじめに食前酒として日本酒が供されます。熱々のお料理が運ばれてきました。ネギを合わせた生地のお肉と風呂吹き大根が山で採れる石の上に乗っています。ポワンとお刺身が来ました。と箸置きはフォーの花のめしべです。ポワンは白味噌仕立てで、そこに人参を寄せたものが入っています。お刺身はこちらで育てられている新鮮な鯉です。天然の舞茸を器にして、冬の間だけ量が解禁になる鹿肉が盛られています。上にかかっているのはココハナゼの土とリンゴを合わせたグラニテです。続いてはハッスンです。チヂミとミブナの酒粕和え。うなぎのごぼう巻き、地鶏の卵黄味噌漬け、ムカゴのごま味噌田楽、甘薯のペーストとチップス、カラスミを煮込んだチシャトウ、クワイのカステラ、いろいろなキノコとゆらがわのマス。葉の下にとちもちこんにゃくが隠れています。続いてはしし肉と赤かぶの塩釜焼き。かぶの葉と大徳寺納豆のソースがかかっています。上に乗っているのはカリカリに焼いた油。綺麗なピンクのパウダーも赤かぶの天然の色味です。お次はおしのぎでかぶのおかゆです。シンプルに銀杏とわさびが乗っています。気に優しい一品です。煮物椀は若さの具地と菊芋、お出汁は菊菜のすり流しです。若さの国は日本の古代から平安にかけて未決国として朝廷に食物を献上していたことが分かっている3つの地域の一つです。具地は赤甘鯛の関西における故障で若さから京都に献上されていた代表的な高級食材です。宮間荘さんはその若さと京を結ぶ街道沿いに位置しています。卵と松の実味噌を地元の笹で蒸し焼きにしたもの。良い香りに包まれています。この辺りは昔は笹の名産地で、かつて祇園祭りのちまきにもよく使われていたそうです。卵は丸ごと食べられるようにおそらく頭だけ揚げてありました。続いては炊き合わせです。
薄く切ったしし肉をさっとくぐらせ火を通してあります。凍らせることにより甘みを引き出した白菜とお芋。締めのお食事は貝柱とくわいのご飯です。宮間荘さんはお漬物も美味しいのです。デザートは一番下にあるのが焼きみかんで、松のアイスと松のジュレ、ジンのシャーベットが合わせてあり、上にはみかんのチップスに炭のパウダーをまぶしたものが乗っています。ごちそうさまでした。この凍てつくような寒さがあるからこそ春の芽生えがあるわけで、自然の厳しさは生きている喜びを教えてくれます。お宿が開かれた130年前に思いを馳せ、今よりも暖房設備が発達していなかった時代の冬の生活は命がけだったのではないかと思いました。しかし、人々の生活はつゆ知らず、厳しくも美しく自然はただそこにあり、冬は静かで空気がより一層綺麗です。お布団は温めてくださっていますので快適です。おはようございます。目を覚ますと、昨日から降り続いた雪で一面銀世界になっていました。ぐっすり10時間も眠れ、起きるともう8時です。朝食は8時30分からですので、急いでお風呂へ行きます。そういえば昨夜中井さんが6時からお風呂に入れるようにしておきますねとおっしゃっていました。少しの時間でもお湯に浸かると体の温かさが全然違いますね。朝も夜と同じようにお食事の準備が整ってから中井さんが客室までお迎えに来てくださいます。誰も踏んでいない綺麗な雪を見れるのは雪が降り始める時期に来たものの特権です。便利な都会から離れると大自然を直に感じられ、その中でいただくお料理は季節の良さが際立ちます。いつものように甘い梅湯から始まります。梅湯を飲み終わるとお膳が運ばれてきました。デビ芋の唐揚げ、柚子の振られた白味噌田楽、ほうれん草と椎茸のごま和え、サバのへしこ。おそらく夕食と朝食ではお料理のテーマとされていることが異なり、夕食は独創性が遺憾なく発揮されていて、常に驚きがあり革新的。朝食はほっこりとした雰囲気で、より伝統的な和食です。高貴ななめこ豆腐のお味噌汁と、程よい炊き加減の白米。取って出来次第でおかずが来ます。人参を丸のまま蒸し焼きにして、干しエビのお出汁で炊いたお料理。人参がたちまちごちそうへと変わりました。若ごぼうと年寄りごぼう、お揚げの煮物。通常のごぼうは主に根の部分を食べるのに対し、若ごぼうは葉、茎、根、すべてが食べられます。お部屋に戻ってくるとお布団が片付けられていました。
10時過ぎになるとお部屋にふ菓子とコーヒーが運ばれてきました。食べ終わったら身支度をしてチェックアウトの準備を始めようと思います。10時30分、ついにチェックアウトのお時間です。今年1年お世話になりました。今度はまた来たことのない月に予約を入れさせていただきたいと思います。アクセスについてご案内いたします。宮山荘は京都の中心地から福井県方面へ車で約1時間半。人口わずか280人の花瀬という山村地帯に位置しています。東京から京都までは新幹線で2時間10分。大人1名の片道料金はのぞみのグリーン車で19,040円です。東海道新幹線には3種類の列車があり、停車駅が少なく最も早い特急タイプののぞみ、中規模都市にも止まる光、各駅停車タイプのこだま。座席のクラスはランクの高いものから順にグリーン車、普通車指定席、自由席となっています。京都駅からお宿までの移動はレンタカー、タクシー、バスのいずれかで、私たちは毎回京都駅前でレンタカーをしていました。冬季は雪が積もっているため、スタッドレスタイヤの装着が必須です。お宿最寄りのバス停は大飛山口。バスは本数が少なく、ちょうど良い時間に着く便はありません。冬季は運休日があったり、そもそも京都駅から1本で行けるバスはなく行き方が複雑ですので、バス利用が候補の場合は、事前に宮山荘公式ホームページでアクセスについてよく調べてからご検討されることをお勧めします。マイカー、レンタカー、タクシーが便利で早いです。緑が生き生きとしている4月上旬。全国的に評判の良い有名旅館、妙見石原荘さんに宿泊しました。伝村降臨の地、鹿児島県の霧島を流れる天森川沿いに、平安時代からお湯がこんこんと湧いていたと伝わる妙見温泉という温泉郷があります。チェックインは14時、ロビーで手続きを行いました。桜のナルトという甘味とお煎茶をいただきながら、ほっと一息つきます。妙見石原荘さんの客室数は全部で18室。今回は最上級客室の瑠璃紫に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。お部屋に入った瞬間、茶香炉からふわりとお茶の良い香りが漂ってきます。瑠璃紫は120平方メートルもの占有面積を持つ非常に広いお部屋です。2021年の秋に新設されました。視聴者様からおすすめと伺っていましたのでとても楽しみです。一つ一つ丁寧にご紹介してまいります。窓から見える緑豊かな天森川の渓谷美を主役として内装のデザインは装飾を最小限にし、時代に左右されないシンプルな空間に仕上げられています。霧島は日本神話の中の天孫降臨伝説にゆかりが深い地です。
古事記にも日本書紀にもこの辺りの地名が登場します。古くからこの地で受け継がれている伝統的な職人の手仕事をお部屋の随所に見ることができました。お部屋の一角はドリンクコーナー。茶釜があるのは珍しいですね。引き出しの中にいろいろなものが収納されています。冷蔵庫の中身は追加料金なくいただけました。鹿児島の伝統工芸品である鴨和紙や組子格子が取り入れられ、シンプルなインテリアの中にも豊かさを感じられます。お隣は寝室です。ベッドはセミダブルサイズが2台置かれています。アモリ川に面したくつろぎのスペース。穏やかな時間が流れています。なんと、寝室にもドリンクコーナーが設けられていました。コーヒーマシンはネスプレッソ。お砂糖は可愛いスティック状のものが置かれていました。引き出しの中にはカップとソーサー、プロジェクターとスピーカーが入っています。こちらにも冷蔵庫が設置されているため、瑠璃紫には冷蔵庫が2台あり、すべてフリードリンクとなっています。本前は先ほど通った廊下からだけではなく、直接の往来も可能です。快適な滞在のため、寝室にも洗面所とお化粧室が設置されています。ハンドソープはリーフ&ボタニクス、歯ブラシも置かれていますが、こちらはあくまでメインではなくサブの洗面所です。扉の奥はお化粧室でとても清潔に保たれています。廊下を通って今度は客側に行ってみましょう。廊下の途中には大きなウォークインクローゼットがあります。サムエ、浴衣、防寒着、パジャマ、スリッパなどの衣類が用意されていました。レストランも含めドレスコードはありませんので、浴衣でもサムエでも好きなものを着てゆったりリラックスして過ごすことができます。その他にもいろいろ便利なものやお風呂へ出かける用のカゴバッグもありました。続いてご紹介するのはバスルームです。こちらがメインの洗面所となっています。洗顔フォームとクレンジングはおさじ、基礎化粧品はワヒトです。ドライヤーはギデというメーカーのもの。引き出しの中にはたくさんのアメニティが用意されています。ガウンとタオル類。こちらの扉の奥にもう一つのお化粧室があります。それではお風呂場へ行ってみましょう。シャンプー類にも採用されているワヒトは、フランスの大学の医学部で植物療法を学んだ日本人女性が創設したライフケアブランドです。さて、楽しみにしていたプライベート温泉です。敷地内の源泉から瑠璃紫専用の温泉を引いています。妙見石原荘さんの温泉はすべて源泉 100% かけ流しです。
湯船に注がれては溢れ出していく豊富な温泉が1時間で全て入れ替わる浴槽の設計になっており、常に新鮮な温泉を堪能することが可能となっています。温泉は空気に触れると時間とともに成分が変わり劣化してしまうため、新鮮さへのこだわりを持ち、様々な工夫がなされています。バスルームは石と光の半屋外空間です。なんと30平方メートルもの広さを持っています。吹き抜ける風が心地よく、温泉に浸かったりソファーで横になったり、リラックスした時間を過ごすことができました。先ほどの寝室の時と同じように、バスルームも本間とつながっています。敷地内の施設をご案内いたします。フロントの目の前には売店があります。この地で出土した縄文土器にお花が生けられていてたまげました。妙見石原荘さんは、婦人画報による温泉宿アワード2025総合部門第1位を獲得しています。私が今宿泊している本館のお隣にある建物は石蔵という別館です。1万坪の敷地には客室以外に5つのお風呂が用意されています。1つ目にご紹介するのはアモリ川近くに位置する足湯。アモリ川という名前は神々が霧島に降り立ったという天孫降臨の神話に由来しています。712年の古事記にも720年の日本書紀にもこの辺りの地名が登場しており、古来から重要な地域であったことは間違いありません。近年の調査で縄文時代早期の1万年ほど前に作られた竪穴式住居の集落跡も見つかっています。歩いていると陰泉を見つけました。飲むことのできる温泉です。その近くのいろりでは夕方頃から焼酎とマシュマロをいただけます。いろりを通り過ぎた先の建物がアモリ店です。湯上がりラウンジではお水とコーヒーが用意されています。時間帯によってはホットのアップルジュースもありました。外の自然が生き生きしていて良い季節になってきたことを実感します。ななみの湯は予約制で無料の貸し切り露天風呂。赤い実のなるななみの木にちなんで名付けられました。妙見石原荘さんでは源泉 100% の恵みを最大限に生かすため、温泉の新鮮さの重要性に着目し、源泉のすぐそばに湯船を作るという工夫をされています。また、55度と高温で湧き出ている温泉を加水したり、湯量を少なくして空気に触れさせながら冷ますということはしていません。温泉を劣化させずに適温にするため、山のお水の冷たさを利用して熱エネルギーだけを奪う特別な機械でお湯を湯船に運んでいます。もう一つの貸し切り風呂は丸みのあるフォルムが特徴のむつみの湯。こちらは有料で30分1000円となっています。4つ目にご紹介するお風呂は大浴場です。すべてのお風呂でバスタオルは用意されています。こちらは脱衣所も広くアメニティまで揃っていました。基礎化粧品はお部屋と同じおさじと和ひと。
歯ブラシ、櫛などのアイテムも置かれています。大浴場は壁一面のアートも見どころ。鹿児島県在住の彫刻家、池川直氏によるもので、男湯は川や水、女湯は木や森といった周辺の自然を連想させる彫刻が施されています。専門の湯守りの方が毎日すべての温泉の管理を行い、どのお風呂も清潔かつ快適に保たれています。サウナと水風呂もついており、思い思いに過ごすことができます。サウナは92度くらいでちょうど良さそうでした。最後に露天風呂の無垢の木へ行ってみましょう。無垢の木は敷地の一番奥に位置しています。癒しあふれる雰囲気です。泉質はナトリウム、マグネシウム、カルシウム、炭酸水素塩泉、pH 6.9 の中性です。一般的に 1kg のお湯の中に 50mg のメタケイ酸があれば美肌の湯、100mg 含まれていれば強力な美肌の効果ありとされているところ、妙見石原荘さんの温泉は約 240mg ものメタケイ酸があり、超美肌の湯でもあります。源泉によって若干数値の違いはありますが、ほとんど同じ成分です。足元から温泉が湧き出ており、非常に新鮮であるため、炭酸のプチプチした感触が肌でわかります。見た目は褐色系の薄濁りで、香りは鉄と硫黄。浴後は肌がサラサラになりました。辺りはすっかり暗くなり、夕食のお時間となりました。予約時間に合わせ料理茶屋に行くと、石蔵の建物にあるレストランへご案内していただけました。お部屋のある本館と石蔵の塔は中でつながっています。夕食の時刻は17時30分から20時の間のスタートで選べました。珍しく遅めの時間帯を選びましたが、ゆっくりお風呂に入ったりお昼寝したりでき、チェックイン後の日中の時間を有意義に過ごせました。ご案内いただいたのは川に面した半個室。さりげなく伝統工芸品を取り入れたインテリアになっています。食前酒として日本酒が供されました。こちらの料理長は京都の宮間荘さんで修行されたと聞き、期待が大きく膨らみます。一品目の春菜相盛りは、地元鹿児島県の黒薩摩鶏の味噌幽庵焼き。たけのこの木の芽あえ、新玉ねぎ餅、新じゃがいも昆布あえ、菜の花と食材に春らしさを感じます。二品目、近海のうつくりは、天草産のマナガツオと阿久根産の高エビ。マナガツオは少し熟成させたものを炙りで、高エビは昆布締めになっています。こちらはわらびのお椀を開けると、すみれと蝶々が可愛らしい春の見返り椀です。3品目のお料理は鯛のお塩仕立て。自家製の卵豆腐、鯛のまこ、花わさびが入っています。4品目はごま豆腐とふき味噌。ふき味噌はお魚が入っていて味に深みがあり、ごま豆腐は外がカリッと中がもちとろ食感です。
焼き物8寸で5種類のお料理の盛り合わせが来ました。柔らかく仕上げられたハマグリのおま煮と鬼焼き、タコとシソ、上質な脂がたっぷりのクエの炭火焼き、キャラブキのごま和え、太鼓トマトの甘酢漬け、柔らかく口当たりの良い指宿産の白ナスと穴子の稚魚ののれそれ、わさびのあんでギリリと引き締まります。つわぶきの葉で蓋がされた器の中には温かいしゃぶしゃぶが入っています。鹿児島県が誇る黒毛和牛と春が旬の山菜や根菜のきんぴらを合わせ、青い実山椒をアクセントに仕上げられています。甘辛い味付けが牛肉とよく合います。締めのお食事は土鍋で運ばれてきました。錦江湾の芝エビと湯葉の炊き込みご飯です。赤だしはマイルドで良い塩梅です。芝エビと湯葉がサクサクで香ばしさがあります。こう飲むのは取り分け式で、これで2名分です。デザートは桜のもなかアイスとわらび餅。わらび餅は上品な甘さで繊細な美味しさ。もなかは生地がサクサクでアイスは甘じょっぱく、絶妙なバランスです。ごちそうさまでした。どのお料理も素晴らしい完成度で、日本国内の数ある旅館の中で最高峰のレベルではないでしょうか。夏には目の前の青森川で鮎やうなぎ、すっぽんなども取れるそうですので、また季節を変えてこちらを訪れたいです。逆線に来ました。こちらの陰線は消化を助けると聞き、食後に飲もうと決めていました。しっかりとした鉄と硫黄の味にほんのり塩分を感じます。お部屋に戻る途中に本館でライブラリーを見つけました。草間彌生さんのアートや面白そうな本が置かれています。静かに夜は深まっていき、客室の温泉を堪能して、ポカポカとした幸福感とともに眠りにつきました。おはようございます。未明から雨が降り出しました。朝食も石蔵にあるレストランでいただきます。温かいお料理は熱々で、冷たいお料理は冷たい状態で運ばれてきます。まずは隣町で採れた人参と黒酢で作られたジュースで乾杯。地元産の新鮮なお野菜のサラダ。麹甘酒と黒酢で作られた自家製のドレッシングでいただきます。炭火にかけられているお鍋には自家製のお豆腐が入っています。とても滑らかな舌触りです。近海で揚がったイワシは丸々と太っていて脂が乗っています。手前はさつま揚げです。手作りの組子の木箱の中にはご飯のお供が入っています。4種類の香の物と地鶏の卵黄を醤油漬けにしたものです。
黒さつま鶏とトマトの味噌味の和え物、春キャベツのおひたし。だし巻き卵とかつおだしのあん。予約時間に合わせ、一組ずつ土鍋で白米が炊かれています。鹿児島県のお米の名産地である伊佐の日の光です。鹿児島県の上質な黒豚と旬の野菜を使った豚汁。地元産のいちごと鹿児島が誇るブランドデコポン大正樹。ヨーグルトは酢蜜の上品な甘さでいただきます。最後に温泉に入ってあっという間にチェックアウトの時刻です。素晴らしいお宿でした。アクセスについてご案内いたします。妙見石原荘さんは鹿児島県霧島市に位置しています。鹿児島空港への直行便は国内線が17路線。羽田、成田、伊丹、関西、中部、福岡、那覇、静岡、神戸、松山と鹿児島県内の離島7島。国際線は4路線、韓国、中国、台湾、香港です。妙見温泉は鹿児島空港からタクシーで15分と近いため、どこの地域からも比較的簡単にアクセスできる温泉地でおすすめです。福島県の飯坂温泉にある御宿川蝉さんへ行ってきました。今回宿泊したお部屋は最上級客室の露天風呂付き離れ特別室スイートヴィラです。お部屋の名前はカホと言います。いつものように料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などから一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。最上級グレードの客室は2つあり、そのうちのカホは2階建てタイプの離れです。今回はこちらに2泊しましたので、1日目と2日目で異なる懐石のコースも必見です。まず入り口から一番近いお部屋が6畳の次の間です。こちらのお部屋には浴衣と館内着が用意されていました。川蝉さんの絵が描いてある可愛い浴衣。館内着と言われた方はパジャマとして使用しました。浴衣はもう1種類用意されていますので、お好みの方をどうぞ。上はクローゼットです。続きましてお隣の本間です。夜ご飯も朝ごはんもこちらのお部屋でいただきます。掛け軸の言葉は無尽蔵と読みます。意味はいくらとっても尽きないほど豊富にあること。無限の幸徳があるということで、仏教を指す場合もあるそうです。床の間の左側にはオーディオセットと、下の扉の中にはコンパクトにテレビが隠されています。私は旅行中にテレビを見ることがないので、しまっておけて嬉しいです。床の間の右側にも棚が見えます。台の上にはふくさのかかった電話機とご案内が置いてありました。下の扉の中にはアースノーマットが入っています。窓際には4畳の板の間。7月の上旬、眩しいくらいの緑と紫陽花の美しさを楽しむことができました。
チェックインはお部屋で行われます。冷たいお煎茶と自家製の水羊羹。水羊羹は舌触りが滑らかで、小豆の風味がしっかりと感じられました。ほんのりとしたかすかな塩味が甘さを引き立てます。川蝉さん特製の塩まんじゅう。周りの皮の部分は意外とドライで、ふわふわよりはシャリシャリという食感に近いです。温かいお煎茶も持ってきてくださいました。本間から廊下を挟んで向かい側には2畳のスペースに長い鏡が置かれています。お化粧やお着替えのスペースとして使ってもいいかもしれません。そのお隣にはお化粧室があります。さらにお化粧室のお隣にはドリンクコーナーが設けられています。冷蔵庫の中にはビール、ワイン、ソフトドリンクが入っていますが、すべて有料です。ビールはキリン一番搾りで、ノンアルコールビールはサントリー、白ワインはドイツのリースリングがハーフボトルで置かれています。上にはコーヒーやお茶のセット。ペットボトルのお水は無料ですが、追加分はお水もコーヒーのパックも有料だそうです。洗面所へ進んでいきます。アメニティは基本的なセットです。人数分の歯ブラシ、コットン、綿棒、紙ゴムのセット、シャワーキャップ、ヘアブラシ、カミソリ、櫛、ビニール袋で包まれたフェイスタオルが2枚、シェービングフォームとアフターシェーブローション、オリジナルのクレンジング、洗顔、お化粧水。ドライヤーはジーバイという初めて聞くブランドのもの。タオル類はたっぷり用意されていて、もちろん2日目にも新しいものを持ってきてくださいました。タオルウォーマーも備え付けられています。内湯は古代ヒノキの浴槽です。浴室内にヒノキのいい香りが充満しています。外からの光が入って明るい印象です。シャンプー類も自然成分 100% の川蝉さんオリジナル。さて、楽しみにしていた露天風呂です。事前にネットで調べたりして想像していたよりも露天風呂が広いです。大人2人が入って足を伸ばしても大丈夫です。泉質は単純温泉で pH 値 8.4 の弱アルカリ性です。源泉の温度が 68.3 度と高いため、地下水で加水されています。こちらのお風呂は何といっても景色が素晴らしく、満開のアジサイと緑の木々、キラキラ輝く池に癒されました。屋根がついていますので、雨や直射日光の心配もありません。こちらのお部屋はこれで終わりではなく、まださらにお2階があります。1階だけでもすでに十分なスペースですが、2階にはベッドルームがあります。お部屋食の時はどうしてもお料理の残り香が気になってしまうので、寝室が別になっていると嬉しいです。CD 社製のセミダブルベッドが2台のツインです。2階にもテレビが置いてあります。枕元には間接照明と読書灯、空気清浄機も置いてあります。ちなみに1階の本間にもありました。
電気系統は少し古めですが、特に困ることはありません。2階にもお化粧室があります。2つあると便利ですよね。そして廊下に冷蔵庫があり、グラスとお水が用意されていました。2階にもお水があったおかげで、お水の追加注文はすることなく2泊3日過ごせました。最上級客室にふさわしい広いお部屋です。館内の施設をご紹介いたします。玄関を入ってほどなくすると、フロントのお隣にロビーが広がっています。館内の随所にゆっくりくつろげるスペースが設けられていました。大きな一枚窓からは美しい日本庭園を望めます。四季それぞれに素晴らしい自然を感じられ、カモの親子の行進や運が良ければカワセミの姿も見ることができるそうです。1階には大浴場もあります。ここ飯坂温泉は奥羽地方有数の古湯であり、歴史は縄文時代にまで遡ります。紀元前3000年頃には近くの摺上川の支流と飯坂温泉のそばに縄文人が住んでいたことが分かっています。大和尊命が飯坂温泉の地で温泉に浸かり病を癒した言い伝えや、平安時代の周囲和歌集松尾芭蕉の奥の細道にも記録が残っています。大浴場はドライヤーがダイソンでしたので、髪の毛を乾かしたいときはこちらの大浴場へ来ていました。基礎化粧品もお部屋にはお化粧水しか置いていないので、乳液はこちらのものを使用しました。大浴場から出たらサロンで一休み。冷たいお飲み物が用意されています。冷蔵庫の中にカルピスと緑茶がサービスで用意されていました。館内で唯一洋風のスペースで、庭園も洋の趣になっています。全館全室禁煙で、こちらのサロンのテラスでのみ喫煙が可能です。入り口にはフロントがあります。売店は2つあり、小物や雑貨、ガラス製品に陶磁器などが置いてあります。こちらは古代のビーズ。客室に向かう途中の廊下にはこじんまりとした読書スペースも設けられています。旅館の図書室の中では食に関する本が多くあるように感じました。夜ご飯は18時のスタートです。17時30分前になると中井さんがお支度に来てくださいます。食前酒として福島県永泉の梅酒が運ばれてきました。お箸染めのパプリカ豆腐。ふわっとした口どけです。上に生ウニが乗っています。福島県の利き酒セット。自家製のからすみまでついてきて嬉しいです。このからすみは中がしっとりしていて、外は炙ってあります。臭みもなくてとっても美味しかったです。冷蔵庫の方にお水の追加は別料金という案内があったので心配でしたが、お食事中も食後もお水を持ってきていただけましたし、2階にもお水が用意されていたため、結果として十分足りました。お先漬けは赤貝と万願寺唐辛子。一緒に入っているのは生湯葉と加賀野菜のかがぶときゅうりです。き
綺麗な漆器できたのは毛ガニ新庄のお椀。まずはお出汁を味わったら新庄を崩して変化するお味を楽しみます。中にはカニ味噌が入っていました。上に乗っているのは陣馬草という海藻です。お次は前菜のふみずきの盛り合わせ。サザエのつぼ焼き、和風のお出汁とガーリックバターのような風味、このわたとろろ、宮城のポークの西京焼き、レンコンのエビはさみ揚げ、白エビの唐揚げトリュフ塩がけ、ごぼうのテリーヌ、お魚のすり身と合わせて焼き上げたような感じの味わいです。カツオとアボカドのタルタル、温かくあるべきものがちゃんと温かくて美味しいです。お作りは2種類、マコガレイと本マグロです。マコガレイは新鮮なタイプで食感がプリプリとしています。手前には嬉しい縁側添え、レモン醤油でさっぱりといただけます。本マグロの方には土佐醤油が用意されています。川蝉産特選お料理のシー魚は伊勢エビと天然マダイのフルーツトマトだし。器の下の部分には炭が入っているためずっと熱々の状態でいただけます。入っている具材はモッツァレラチーズ、フルーツトマト、古代米の一種である黒米、マダイは下味がしっかりついていました。クレソンとディル、半生で仕上げられた伊勢エビ、トーバ豆腐、お献立には記載されていませんが、お口直しに新生姜のシャーベット。結構辛みが効いていて癖になる美味しさです。すすめ魚、すなわちシー魚のいだそうですが、もう一品、シンプルなスズキの塩焼きです。締めにお食事がやってまいりました。仙台牛の炭火焼きが白いご飯にのっています。仙台牛は日本で唯一肉質等級が最高の5に格付けされないと故障が許されないブランド牛です。焼きナスともずくと三つ葉の夏らしいお味噌汁、きゅうりと水なす、このデザートがとっても美味しかったです。白味噌のババロアと周りにはメロンのスープ、上にクコの実とブルーベリー。食後に翌日の朝ごはんの際にお出しいただくお水を聞かれました。阿武隈の天然水というお水はお部屋にも用意がされてあるものでしたので、候補から外して以下4種類を2日間で飲むことにしました。また明日と明後日にレポートいたしますね。お夜食におにぎりをいただきました。素敵な器にたくあんも添えられています。手作りのおにぎりを食べる機会があまりないので、ほっこりした懐かしい味わいに温かさを感じました。中身は梅おかかとおかかです。連泊ですので明日のお昼はゆっくり過ごします。おやすみなさい。おはようございます。昨
昨夜聞かれたお水の中から本日は尾瀬の自然水と龍泉洞のお水をいただきます。尾瀬のお水は平成の美味しい水100選の一つ。龍泉洞のお水は一口飲めば3年長生きするそうです。朝食では一組ずつ炊きたての土鍋ご飯が供されます。土鍋で炊かれたご飯が美味しいのにはきちんと理由があります。お米にはアミラーゼというでんぷんを分解する酵素が含まれており、でんぷんが糖に分解されることにより甘みが引き出されます。土鍋の中はゆっくりと温度が上昇していくため、このアミラーゼが活発に働く40から50度の時間が長く保たれ、そのおかげで美味しいご飯が炊けるのです。サラダの内容は生ハム、ブロッコリースプラウト、ひじき、フルーツトマト。自家製のオリーブレモンドレッシングでいただきます。カワセミさんが描かれた木箱の中には下に炭、上におのりが入っていてパリパリの食感を保つことができます。お食事を最大限に美味しくいただきたいという日本人のこだわりの強さはこうした細かいところにまで現れています。伊達鶏とエビの茶碗蒸し、そら豆、ホタテ、マコモダケの朴葉焼き、豆乳、生湯葉、空心菜のおひたし、焼き物はタチウオ、ふわっとしていて美味しいです。しじみのお味噌汁、私は鳥獣戯画のうさぎの絵が大好きです。中にはお煎茶が入っていました。お食事が終わる頃にデザートが運ばれてきました。お椀の中身は白玉ぜんざいです。全体的に美味しく安定感のあるお料理でした。連泊の醍醐味は周りのお客様がチェックアウトした後の静かなお昼間ですよね。御宿カワセミさんは1996年開業。きちんと改修が施されていて建物がきれいに保たれています。約3000坪の敷地に全部で12室のお部屋があります。お部屋は5種類のランクに分かれており、今回宿泊しているのが一番高級なお部屋です。猛暑日でしたが少しだけお散歩をしました。鮎釣りをされている方がいらっしゃったり、のどかな景色に癒されました。早々に帰ってきてまた温泉に入ります。蚊取り線香の香りとともに夏の良い思い出になりそうです。温泉から出たら涼しい館内で読書を。雨が降ってきました。雨の音には高周波が含まれていて、聞くと脳からアルファ波が発せられます。温泉でアルファ波、贅沢なひとときです。15時になると中井さんがお茶を持ってきてくださいました。お茶菓子は地元のメーカー飯坂ゆべしです。夜ご飯のお時間になりました。食前酒に福島県末広の梅酒、あらかじめ日本酒のセットもお願いしてあります。お箸染めのごま豆腐、ごまの香ばしい風味がちゃんと残っています。フリユの香りとわさびの辛さで全体が引き締まりました。
の木箱でやってきたのは黒アワビと夏野菜。クスクスと合わせた肝のソースがかかっています。夏野菜はズッキーニと白ずいきです。朝顔や鶴瓶取られてもらい水。お椀は焼き甘鯛のお椀。鳥獣戯画の見返り椀とは可愛すぎます。夏トリュフとじゅんさい。下にレンコン餅が入っています。トリュフペーストのようなものも隠れていました。前菜は七夕の味わいいろいろです。いちじくとごまクリーム。川蝉さんの器の中はタコの山椒煮。時知らずのレアステーキ。トウモロコシのかき揚げ。あゆざく。ゴーヤのテリーヌ。夏鴨とかぼちゃのマッシュ。お作りは2点、おこぜとぶどうエビです。おこぜは夏の高級魚。脂と旨味の乗った肝とゼラチン質の皮も添えてあり嬉しいです。ポン酢でいただきます。ぶどうエビは水揚げ量の少ない希少なエビです。またまた日本酒セットを注文しました。福島県は地酒のレベルが高いので助かります。おしのぎのアオリイカとトマトのいい蒸し。細かく包丁目を入れてから炙ってあります。卵黄でできたサバイヨンをすだち風味にアレンジしたソースと葉の下の部分にイカスミのソース。本日の川蝉さん特選お料理は仙台牛のフィレと岩牡蠣の棚板焼きです。器の中の芳醇フォアグラソースにつけていただきます。きめ細やかなサシが入った最高峰の仙台牛は表面だけ炭火で炙り、厚めにカットしてから棚板に盛られています。夏が旬の岩牡蠣はクリーミーで濃厚な味わい。海の幸と山の幸の出会いです。後ろに見えるのはナスとマッシュルーム。この緑色のものはハラペーニョのお味がしました。お口代わりにコース貝のグラニテ。すもものソルベです。非常に滑らかな質感に仕上がっています。お肉の後にさっぱりしてからコースの終盤へ。ハモの翡翠酢あえ。緑色はきゅうりをすりおろしたもの。白髪ネギの下に梅肉が隠れていました。締めのお食事はさっぱりとした稲庭うどん。どんこしいたけと国産のレモン、三つ葉と生湯葉、お薬味各種。おつゆは麺をつけても器の方にかけてもどちらでもお好みで。濃いおつゆではなかったので上からかけました。デザートは木のうちわに乗って運ばれてきました。アップルマンゴーのバニラ寄せとバナナのアイスクリーム。ごちそうさまでした。今夜もお夜食のおにぎりを持ってきてくださいました。味は昨日と同じです。
ドリンクはいろいろありますが、日本酒の3種セットはカラスミがついてくるのでとてもお得だと思いました。それではおやすみなさい。おはようございます。最終日の朝ごはんです。すべて前日とお料理の内容を変えてくださっているのが嬉しいです。山芋をすりおろしたとろろと、その手前にあるのは漬けマグロにお薬味、ほうれん草のおひたし、寄せ豆腐、明太子、マナガツオ、だし巻き卵、香の物、ヨーグルトドリンク、あさりのお味噌汁、デザートはスイカとそら豆の甘納豆。水菓子を先に、より甘みの強い甘味を後にいただくようにしてます。ごちそうさまでした。この後はアクセスのご案内です。御宿川蝉さんは日本の東北エリア、福島県福島市の飯坂温泉に位置しています。近くにホタルの名所があるような綺麗な川沿いです。飛行機ですと福島空港からも仙台空港からも車で1時間ちょっと。福島空港は国内外3都市と、仙台空港は国内外14都市と就航しています。新幹線の場合は福島駅から車で30分。最寄りの飯坂温泉駅からは事前の予約で無料送迎をしていただけます。お車の場合は東北自動車道の福島飯坂インターチェンジから下道で10分です。山形県上山市にある明月荘さんに宿泊しました。レベルの高い日本料理と温かい接客が評判のお宿で、以前から気になっていました。チェックインは15時、ラウンジで行われます。目の前に広がるのは蔵王連峰。うららかな日和です。今回は鼓のお部屋でお世話になりました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、施設やサービスの内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。明月荘さんは夕朝食ともにお部屋食で、どのお部屋にも本間とリビングの2部屋がついています。鼓のお部屋は眺望の良い蔵王ビューで、半露天風呂付きの人気の客室です。良い意味で田舎的、家庭的な雰囲気でほっこり系のお宿です。コーヒーメーカーは懐かしいドリップ式のポットタイプ。粉はひいてあります。お盆にはミネラルウォーターとクッキー。クッキーは福祉施設の方が作られているもので、優しいお味がしました。手作りのクッキーが大好きなので嬉しいです。洗面所には所狭しと様々なアメニティが並んでいます。男性用にヘアリキッド、ヘアトニック、アフターシェーブローション、シェービングフォーム、女性用にクレンジング、洗顔フォーム、お化粧水、保湿ジェル、THC のハンドウォッシュとアルコール消毒液、櫛、カミソリ、シャワーキャップ、ヘアゴム、歯ブラシ、コットンと綿棒、
ドライヤーはビダルサスーンです。お化粧室は少し珍しい作りです。続いては本間をご案内いたします。こちらのお部屋からの眺望が美しくてとても素敵だと思いました。床の間では掛け軸風にアレンジされたイサム・ノグチの和紙ポスターがモダンなアクセントとなっています。本間の一角にはテレビや電話、クローゼットがあり、クローゼットの中には金庫と引き出しが置かれています。引き出しの中には浴衣とパジャマが用意されていました。小箱にはお裁縫セットが入っています。本間からリビングへ戻り、お風呂場へ行ってみましょう。バスタオルを温めたり乾かしたりできるタオルウォーマー。バスタオルは十分な量あります。趣のあるバスルームです。シャンプーとコンディショナーはスクワランオイルが入ったハバというブランドのもの。なんて美しく開放的な客室温泉でしょう。5月5日の端午の節句にちなんで勝負湯が用意されていました。古代中国から日本へ伝わった端午の節句は西暦611年にはすでに5月5日に行事が行われていたことが日本書紀に記されています。柏餅を食することも端午の節句の風習の一つです。この柏餅がとろける美味しさでした。楽しみにしていた夜ご飯のお時間です。明月荘さんのお献立は少しユニークで何枚にもわたって書かれています。まずはじめに山遊び。お敷の上のお皿と中央にある重箱にお料理が盛られています。食前酒に一口の梅酒も運ばれてきました。右側の器の中からご説明いたします。ふき、たらの芽、こごみ、地元の春の山菜のごまだれがけです。こごみは一般的な緑色のものと赤こごみの2種類使われています。左側の器の中は雪う類のおひたし。イカと生海苔も入っています。重箱の中は前菜の盛り合わせです。わかめと小餅昆布のおひたし、たけのこの姫皮きんぴら、エビのお出汁に浸した春菊、5月菜の鉛煮、厚焼き卵、2時間かけて低温で調理したローストビーフ、山形県の魚、本マスを特製だれに漬け込み焼き上げたもの、ズワイガニの押し寿司、球状に丸めたこんにゃく、玉こんは山形県民のソウルフードです。続いてのお膳はお椀代わりとお造り。お椀代わりの方は椀種に熱々のお出汁をかけていただきます。具材はアワビ、ホタテ、アサリ、ハマグリを合わせた貝の新庄とタケノコ。上からかけているものも貝から取られたお出汁です。お造りは2種類、ヒラメとボタンエビです。つまのほうれん草は山形県産のものです。料理長が毎朝市場に足を運び、新鮮な魚介類を仕入れています。メインディッシュは山形牛 A5 ランクのサーロインステーキ。1年を通して50度にまで開く山形県の寒暖差が良い影響を与えるらしく、細かくサシの入った肉質で甘みのある脂が特徴です。
お肉料理は和風の玉ねぎソースと塩コショウ、ガーリックチップでいただきます。こちらは山形で採れたアワビのバター焼きです。お肉がお苦手な方はこちらに変更していただけます。下にはオーブンでじっくり火を通し甘みを引き出した玉ねぎ、添えにはホワイトアスパラ、塩コショウかポン酢でさっぱりといただけます。ご飯は山形県産のコシヒカリです。赤かぶ、きゅうり、なす、キャベツの浅漬け、名月荘名物のおうどんは平たくてとても太い個性的な麺です。デザートは左側がいちご、スイカ、メロン、瀬戸賀みかん、上にリコッタチーズと蜂蜜がかかっています。右側は甘味の豆羊羹、そら豆、くるみ豆、がんくい豆、秘伝豆、紫花豆、白花豆という6種類のお豆が乗っています。お夜食におにぎりのサービスをしていただきました。お味は5種類、牛味噌、鮭、昆布、梅、塩から選べます。お食事後に係の方がお布団を敷きに来てくださり、本間は寝室に変わります。夜の帳が降りた頃、和ろうそくに火を灯してみましょう。一般的によく使われる洋ろうそくと別に、日本には和ろうそくというものがあります。洋ろうそくの原料は石油である一方、和ろうそくはハゼという植物の木の実や大豆などから抽出した油脂を使っており、純植物性です。遠くの山でキジが鳴いている声が静かな町に響いていました。おやすみなさい。おはようございます。寝室とお食事をいただくお部屋が分かれていますので、直前までお布団でのんびりしていました。お目覚めのドリンクは小松菜、バナナ、オレンジのグリーンスムージー。癖がなくて飲みやすいです。山形県は日本有数の米どころです。名月荘さんでは炊きたてのお米にこだわった朝食が用意されています。チェックイン時に通常のご飯かおかゆか好きな方を一人ずつ選べました。お味噌汁もたけのこかしじみの2種類の選択肢がありました。焼き魚は鮭とサワラの西京焼き。火にかけて温められている自家製のふきのとう味噌にお野菜をつけながらいただきます。クラシック音楽を流しながら発酵させた山形県産の黒豆納豆と地元大石田町産の自然薯を使ったマグロの山かけ。これらには山形県のだだちゃ豆醤油をかけていただきます。お海苔は炭の入った木箱で用意されているため、パリッとした食感が保たれています。驚いたのは山形県の名産さくらんぼのしそ漬け。ほんのり甘じょっぱく癖になる美味しさです。自然の味のなめたけ、地元わんぱく牧場の美味しい卵を使っただし巻き卵、山菜と油揚げの煮物。私はこのようなお料理が大好きです。美味しい日本の朝食を楽しめました。大浴場をご紹介いたします。男性も女性も同じ作りです。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉。pH
値 8.2 の弱アルカリ性で優しい肌当たりです。食塩と硫酸塩が拮抗したお湯でとにかくよく温まり、よく保湿され、湯上がり後に浴後感の良さを実感できます。内風呂も露天風呂も湯船の縁に青森ひまが使われていて、ふんわり漂う木の香りに心が落ち着きます。露天風呂は山形の涼しい風が心地よいです。大浴場にはタオルだけ持ってお越しください。クレンジングや基礎化粧品、ブラシなどの消耗品は揃っています。大浴場のすぐ目の前には湯上がりサロンがあります。朝は澄んだ空気の、夜にはライトアップされた中庭の風景を望みながら、ゆっくりと時間を忘れて過ごすことができる場所です。カプセルタイプのコーヒーマシンが置いてあり、多くの種類のコーヒーとお茶類をいただけます。広いスペースで机と椅子がたくさんありますので、他の方も気になりません。新旧問わず様々なジャンルの本が置かれています。館内は道に迷うほど広いです。お部屋と大浴場の他にも温泉があります。予約不要で空いていればいつでも利用できる貸し切り風呂は、大きな蔵王岩をくり抜いて作られたユニークな形です。香りが邪気を払うとして端午の節句に勝負湯に浸かる風習が古代中国で生まれましたが、それが日本に伝わると勝負が勝負と同じ読みであったり、葉の形が剣に似ていることから次第に男の子のお祝いとなりました。貸し切りの家族風呂は予約制で利用時間は45分間。チェックイン以降に予約を受付されています。上山温泉の開湯は1458年。今の佐賀県にあたる肥後の国から旅に来た僧侶月州が足を怪我した鶴が沼地に湧く温泉で傷を癒している姿を目撃したことが始まりとされ、別名鶴萩の湯と呼ばれています。貸し切りサウナのみ有料で1時間5500円です。今回は2時間でお願いしました。室内には少し深めの浴槽の温かい温泉があります。お外にあるのがサウナの建物です。手前から奥に水風呂、外気浴スペース、サウナが設置されています。新しくできたばかりでとても綺麗です。座面は大人が寝っ転がれるくらいの長さ。何より大自然の中で外気浴できるところが最高です。椅子はコールマンのインフィニティチェアというところがさすが。サウナを楽しんでいたら目の前に天然記念物で絶滅危惧種のニホンカモシカが現れました。館内の酒蔵には日本酒やワインが並んでおり、自由に入ってお酒を選ぶことができます。世界のメジャーなワインから地元産のワイン。ここ上山市は山形三大ワイン産地です。そして地元山形県を代表する世界中で人気の日本酒14台もあります。渡り廊下には漫画コーナーがありました。皆様のお好きな漫画は何ですか？最近は外国の方にも日本の漫画がとても人気がありますよね。私は小学校、中学校、高校とバスケットボールに打ち込んでいたので、スラムダンクは外せません。ワンピース、ナナ、ハンターハンター、宇宙兄弟、最近はスパイファミリーも好きです。
売店は商品の品揃えが多種多様でとにかく豊富です。どんな方へのお土産も対応可能なことでしょう。食べ物、雑貨、地元の工芸品、お子様用のおもちゃ、衣類などがありました。玄関に向かって進むと、フロント、ロビー、ラウンジがあります。窓から見えるのは山形県と宮城県の間に連なる蔵王連峰。約100万年前までは海底火山であったと考えられていて、直近では1895年に噴火している活火山です。玄関からお外へ出て別の建物もご案内いたします。こちらは談話室です。イギリスの農家の家のようなインテリアをイメージされています。大正のような昭和のようなノスタルジックな雰囲気です。敷地内をさらに奥へと進んだ先にある白壁の建物。現在の秋田県北秋田市、当時は鷹巣町という名だった地域の豪族相馬英治氏の大邸宅を移築してきたものです。相馬英治氏は明治から戦前にかけて東京品川の米国取引で富を築きました。中では山形県にゆかりのある作家さんの作品が展示されています。アクセスについてご案内いたします。明月荘さんは日本の山形県上山市に位置しています。東京駅からお宿の最寄りの上山温泉駅まで2時間30分。山形新幹線で乗り換えなしの直通です。ご参考までに東京駅上山温泉駅間の料金は指定席が 11,850 円、グリーン車が 15,510 円。全車指定席で自由席はありません。東京駅は駅弁が豊富ですので早めに行っていろいろ買いました。2時間半の乗車時間は駅弁を食べたり景色を眺めたりするために長すぎず短すぎずちょうど良い時間でした。上山温泉駅に到着です。山形県は日本を代表するワイン産地の一つ。駅に隣接してワインをテイスティングできるところがありましたので、地元上山市のウッディファームさんのワインをいろいろいただきました。もしも高級フレンチレストランに宿泊できて、お部屋には温泉がついていて、豪華な朝食まで用意していただけたら最高ですよね。そんな素敵な夢がすべて叶います。静岡県にあるアルカナイズさんに宿泊しました。場所は中伊豆の修善寺の方にあります。今回もお部屋、夕食、朝食の順にご紹介していきます。全部で16室あるお部屋は、すべて源泉かけ流しの専用露天風呂があり、バトラーさんがついておもてなしをしてくださいます。今回はリバービュースイートというお部屋に泊まりました。お部屋の中でチェックイン、そしてチェックアウトまでお部屋の中でしていただけます。向こうにはこの客室の露天風呂が見えます。
ェルカムドリンクとウェルカムスイーツが凝ったものでとても美味しかったので、今からお食事が楽しみでたまりません。ベッドはセミダブルサイズが2台です。コーヒーとティーのセットはこんな感じです。ネスプレッソをお持ちの方はお分かりになると思いますが、リッチなタイプのカプセルが用意されていました。ビールもハートランドというところがなんだかいいなと思いました。洗面所とトイレは清潔感があり、三面採光のため明るい空間になっています。アメニティはそれぞれ環境に配慮されたこだわりのものといった感じがしました。ラーカスタのボディミルク、LED のメイクアップミラー、リーフ&ボタニクスのアメニティ、宴のような歯ブラシととても低刺激な歯磨き粉、ラーカスタのハンドソープ、アメニティの小物は基本的なセットです。シャンプー類もラーカスタで統一されています。美味しい空気の中で自然を感じながら入る温泉は格別でした。ここからは夕食をご紹介します。グラスのシャンパーニュの選択肢が3種類もあるなんてすごいですよね。高い天井に大きな窓、目の前には木々が茂っています。アミューズがすごく可愛い木に乗ってきました。このイラストはシェフの手書きで、木の部分もシェフの手作りだそうです。さつま揚げのように仕立てたお料理、アマゴのエクレア、エビをクレープ生地で巻いたもの、甘木シャモのタンドリーチキン風、金目鯛と菊芋、こちらが菊芋です。置いてあるワインも美味しかったです。赤座エビと黒ニンニク、フォアグラとパースニップを使ったお料理は2品用意されていました。まずこちらはフォアグラの入ったラビオリにパースニップの香りを移したコンソメをかけたもの。もう一品はソテーされたもの。ちなみにパースニップというのはこちらのお野菜です。この地域の名産である黒米とマッシュルームを揚げたもの。オープンキッチンなので調理している姿が見れて楽しいです。目の前で焼かれていたサワラと白子はこのようなお料理になりました。メインディッシュは3種類から選べます。こちらは伊豆牛。彩りもとても綺麗ですね。こちらは天城の恋の獅子。バトラーさんも一押しだったので選びました。全く臭みがなく美味しかったです。食後酒も充実の品揃えです。デザートは紅ほっぺとココナッツの一皿と、続いて
柑橘、ショコラ、キャラメルのお皿が来ました。最後にお茶菓子です。この木の入れ物も手作り感があって可愛かったです。おはようございます。プランなどにもよると思いますが、今回チェックアウトが13時だったため、とてものんびりした朝を過ごすことができました。さて、朝食です。8時から11時の間の入店で好きな時間を選べます。建築デザインも素晴らしく、大きな窓からフルスクリーンで望む自然がエネルギーにあふれていました。卵料理はこのような調理法と具材から選べます。チャコールを使用することで香り高く仕上がるほうじ茶風味のドレッシング。卵料理は出来たてが供されます。テーマは森の中のピクニック。こんな朝食は見たことがないと出てきた瞬間から大興奮でした。お味もそれぞれが完璧に美味しく、レベルが非常に高かったです。こちらの卵料理はスクランブルエッグで具材はリュッスです。このチャンネルではイートとトリップを合わせたイートリップをテーマに美味しいお食事と旅をご紹介しております。動画が良かったらいいねを押していただけますと非常に励みになります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。石川県の加賀市山城温泉にあるあらやとうとう庵さんに宿泊しました。創業800年、18代続く格式高い老舗温泉旅館です。客室数は全部で18室。そのうちの9室に源泉かけ流しの温泉がついています。チェックインは14時、チェックアウトは11時。このお宿のすごいところは、館内へ一歩足を踏み入れると、あまりにも数多くの美術品、しかもどれも有形文化財級のものではないかと思われるものばかりが置かれています。今回は冬の季節、カニを楽しみにやってまいりました。到着してそのままロビーへ案内され、少しするとコーヒーが出てきました。何百万円、何千万円という価格で取引される作品も多い北大路魯山人さんの器などがたくさん飾ってあります。チェックインの手続きはロビーではなくお部屋で行われます。4種類あるお部屋タイプのうち、今回は半露天風呂付き和洋室に宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。10畳の本間と10畳の寝室、二間続きのお部屋です。露地テラスがついていて抜け感があります。お部屋に着くと中井さんが初霜という台の練り切りとお嘘を出してくださいました。イサム野口の明かり。インテリアはモダンなエッセンスが伝統的な作りの中に差し込まれています。椅子に座ってぼーっとするのもいいですね。
本間の角にはお茶セットとお茶受けの金唾が用意されています。本間と寝室の間は仕切ることもつなげておくこともできます。つなげておくと20畳もありとても広いのですが、エアコンは2基あるのでしっかりと暖房が効きました。ベッドはシングルサイズが2台。調べると CD ベッドというもののようで、ローベッドだからかかなり硬めの寝心地に感じました。窓際に机と椅子が配置されています。その机の横には冷蔵庫があります。魔法瓶に入ったお水は無料ですが、冷蔵庫の中身は珍しく、お水も含め全てが有料です。客室内の廊下にクローゼットがあり、浴衣が用意されています。夕食後に同じ浴衣がもう一着本間に置かれていました。それではお風呂場を見てみましょう。洗面所はコンパクトにまとまっています。歯ブラシ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、コットン、綿棒、カミソリなどのアメニティ。基礎化粧品はポーラの化粧水乳液と日本酒の福光屋の化粧水乳液。男性用にポール・スチュアートのヘアアイテムなどが置いてありました。バスタオルは4枚、ドライヤーはパナソニックです。シャンプー類も一通り揃っていますが、メイク落としはフロントの方にお聞きしてもご用意がないと言われましたので、ご宿泊の際にはご注意ください。毎日約8万リットル湧き出ているという豊富な湯量を誇るこちらのお宿は、客室の温泉もすべて源泉かけ流しです。泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉弱アルカリ性の低調性です。2つの浴槽を流れていく温泉はおのずと厚めとぬるめになります。源泉は66度ほどで、もちろんお水の蛇口もついていました。半露天風呂で眺望があるわけでもありませんが、この坪庭のおかげで想像以上に開放感があり、客室の温泉はとても満足できました。この後は美術館のような館内と大浴場をご紹介いたします。3階には作品展示室があります。こちらは上野紀夫さんという方の絵です。作品展示室は離れのような別室になっており、一旦お外を通ってお部屋に着きます。北大路魯山人は明治から昭和を生きた日本の名高い芸術家で、画家、陶芸家、書道家、料理家、美食家などの様々な顔を持っていました。大正初期、まだ30代の無名だった魯山人は、この山城の地にある九谷焼の名窯、須田製菓の下で修行しています。当時の荒谷館主、15代源右衛門さんは魯山人とも交流があったため、このお宿には今でも当時の作品が数多く残されています。館内にはエレベーターもありますが、歴史を感じる階段の雰囲気もいいです。壁にはマヤマックスさんのアート。1階に3つの大浴場があります。北陸の名湯、山城温泉の中心、湯の川に佇む荒谷東東庵は、前田家歴代藩主入湯の宿として、湯番頭の命を受けて以来、18代の歴史を数える老舗宿です。基礎化粧品や消耗品のアメニティ類と、ドライヤー、バスタオルなどが用意されていますので、手ぶらで来られます。洗い場が5つ。3カ所ある大浴場は男女の入れ替えが1日の間に必ずあります。瑠璃光は内湯と露天風呂が1つずつ。源泉閣は壁や柱にアートがあります。瑠璃光と同じように源泉閣にも内湯と露天風呂があります。モダンなオブジェが映えます。
は他の2つの浴場と趣向が異なり、源泉そのものを五感で楽しむというコンセプトになっています。照明はあえて暗めで石鹸類は置いてありません。お風呂上がりには湯上がりどころにキンキンに冷えたビールやスパークリングワイン、コントレックスが置いてあります。みかんもご自由にどうぞ。14時にチェックインさせていただけるおかげで、夜ご飯のお時間までだいぶゆとりがあります。江戸時代の温泉場は共同浴場を中心として町が作られていました。共同浴場の周りに温泉宿が立ち並び、当時客は共同浴場に通ったり、時には自然の中を散策しながら長逗留していたのです。この共同浴場が総湯です。そして総湯を中心とした周囲の街並みを湯の川といい、北陸特有の呼び方となっています。荒谷東東庵さんの目の前にある小総湯。この小総湯の周辺に名所や見どころが多く、散策にも最適です。近隣の見どころを簡単にご紹介いたします。魯山人宮居跡いろは草庵。明治初期に建てられた木造瓦葺き2階建ての建物は一般公開されています。機織の神、雨の葉槌尾の神を祀る服部神社。社名の服部の語源は、羽鳥、機織の意と伝えられています。夜にライトアップされるこちらの神社は、美しい景観と神聖で幻想的な雰囲気が合わさり、最近特に人気のスポットです。町の石灯籠には一つ一つ山城にちなんだ絵が九谷焼風の図案で描いてあります。夜の小総湯もまた綺麗。ノスタルジックな雰囲気です。あいうえお50音図の創始者、明覚上人が初代住職の薬王院温泉寺。1093年に当時最高レベルの知識人であった明覚上人が書いた半音作法の中に現存する最古の50音図が表されています。夜ご飯はお食事処の個室にていただきます。サービスの一環、石川県の菊姫濁り酒。先付けは香箱ガニです。ズワイガニのメスのことを石川県と富山県では香箱ガニと呼ばれる傾向があります。メスは資源保護のため漁期が短く11月6日から12月29日までです。次にやってきたのはハッスン。このハッスンがとっても美味しかったです。一つずつご説明いたします。タラの昆布締めのたらこあえ。渦巻きの蓋の中はなめことなまこのおろしあえ。サバの棒寿司。あん肝のしぐれに大和芋のたたき。くもこと金地草。2名分が盛られているので、おのおの自分の分の小鉢を持ってきていただきます。お椀はカニ身長。松の葉っぱの形に切られた柚子と手前に見えるのはアワビだけです。豪華なお刺身が来ました。甘エビは魯山人が愛したと言われる食べ方で、西京味噌につけてあります。右の白身魚はクエ、左は寒ブリ。そして楽しみにしていた橋立港のズワイガニです。こちらのお宿にはカニの季節に4段階お食事のランクが用意されていますが、今回はタグ付きズワイガニを贅沢に味わうという最上級のコースでお願いしました。ブリのために辛味大根が添えてあるのがいいですね。能登の天然塩は甘みと旨みがあって美味しかったです。この最上級のコースでは大きなズワイガニが1人1杯ずつ用意されています。お次は焼きガニです。炭火で焼いた香ばしさと火を通した身の甘みを感じられました。
ズワイガニは地域により松葉ガニや越前ガニと呼ばれ、石川県では加賀のカニ、能登の野で加能ガニの名で親しまれています。この温かいお味噌は熱燗と合うのですよね。カニ味噌のために一口サイズのご飯を持ってきてくださいました。そして茹でガニです。ズワイガニ漁は遠くまで船を出し、海に何泊かすることもありますが、橋立港で水揚げされるズワイガニは日帰りの漁で鮮度が抜群です。こちらのお宿ではご主人が自ら市場に出向き、橋立港のタグ付きの中でも最高のものを仕入れられています。お食事前の煮物はごま豆腐とかぶと小松菜の炊き合わせです。上から鴨の肉味噌がかかっています。締めのお食事です。カニ雑炊。ズワイガニが大好きなので、この日を本当に楽しみにしていました。デザートは抹茶のアイスにブランマンジェと奥に熟子とイチゴ。黒豆が散らしてあり、上からレモンのゼリーがかかっています。朝ごはんも同じ個室にていただきます。場所はお食事どころかお部屋でかのパターンがあるようですが、希望はお受けされていないようです。私はお部屋食ではなくお食事どころでいただく方がいいなと思っていたので、朝晩ともにお食事どころでほっとしました。選択肢は特に言われなかったので和食のみだと思います。事前にこちらを調べていた際に朝食のお写真を見て、なんてセンスのいい朝ごはんなのだろうと期待していました。厚揚げ豆腐とねじりこんにゃく、水菜とお出汁の染みた大根の炊き合わせ、ほうれん草としめじのおひたし、名物の温泉卵は玄関にある源泉で作られています。66度の源泉に6時間ほどつけておくと程よい硬さの半熟になるそうです。漬けになったぶりのとろろがけ、天日干しのしらすとおろし、焼き物はタラの幽庵焼き、石川県の郷土料理南蛮味噌が添えられています。唐辛子が入っているピリリと辛いお味噌です。蓋付きの器の中にはお豆腐の湯葉あんかけ、自家製の香の物、お出汁の効いた端正なおかずはどれも味わいが優しく、白米との相性も抜群でした。デザートは地元加賀にある平松牧場さんのヨーグルトです。食後のお飲み物はコーヒーとお紅茶から選べました。昨晩はお酒などがあったロビーには朝になるとコーヒーが用意されています。朝ごはんの後にチェックアウトまでの時間でのんびりコーヒーをいただけました。この後はアクセスをご案内いたします。荒谷トートンアンさんは石川県の南西部、福井県との県境である加賀市に位置しています。JR 加賀温泉駅から車で12分、小松空港からは車で30分。国内線は4路線の乗り入れがあり、札幌と福岡からは1時間35分、那覇からは2時間5分、羽田からはたったの1時間で到着できます。羽田と那覇からは JAL の直行便、札幌と福岡からは ANA の直行便が就航しています。JAL 便はいずれも日本国内の主力機材であるボーイング 737-800 です。737機は一瞬で見分けがつきますので、豆知識としてご紹介いたしますね。まず165席ほどなので大きさが小型。エンジンの数は2つで、完全な円形ではなく大福のようなやや潰れた形。垂直尾翼の付け根にはドーサルフィンというヒレがついているため角度がなだらか。ちなみに非常口が2つならダッシュ800、1つならダッシュ700です。当たり座席はズバリ15の A。 羽田発の場合は左側に富士山が見えるので A 席がおすすめです。
15列だけ座席が広いので、お二人なら15の AC、3名なら15の HJK を狙うといいと思います。戦術の通り、小松空港からは車で30分と近いですが、チェックインまでだいぶ時間がありましたので、バスと電車で向かいました。小松空港から小松駅まではシャトルバスで10分弱、280円です。小松駅から加賀温泉駅までは、特急に乗ると片道8分で1730円。普通列車に乗ると24分で240円です。時間があるので景色を眺めながら普通列車で行きました。荒谷東東庵さんのすぐご近所にある紅屋向湯さんには2度宿泊したことがありますので、行き方もだいぶ慣れました。普通列車でもあっという間に加賀温泉駅へ到着です。加賀温泉駅から山城温泉までは車で10分ほど。タクシーの運転手さんが優しかったです。ちなみに復路では金沢駅から東京駅まで北陸新幹線のグランクラスに乗りました。この動画の最後にある終了画面リンクにその時の動画を貼っておきます。チェックイン前にお昼ご飯へお宿と徒歩5分の距離にある亀寿司さんへ伺いました。アットホームな雰囲気と北陸らしい食材のお寿司をいただけるのが魅力のお店です。神奈川県小田原市にある江ノ浦リトリートリモンさんに宿泊しました。2021年6月の開業から瞬く間に日本の宿泊業界でトップの座に君臨。口コミ一つ一つを読んでも大絶賛の嵐で、私も日ごとに行きたいという気持ちが増していました。まだ新しい施設で情報も多くありませんでしたので、皆様のご参考になりましたら幸いです。美しいテラスでチェックイン。甘い香りにすっきりした味わいのホーリーバジルティーと、すぐ近くで作られたというゆらわせみかん。江ノ浦は昔から柑橘類の栽培が盛んに行われています。接客してくださったスタッフの方とのお話の中で、お宿の近くにある青山園さんの柑橘が美味しいですよと教えていただき、帰りにみかんとレモンを買って帰りました。フロントのすぐ近くにはショップがあり、館内で使われているおしゃれなアイテムを買うことができます。それでは早速お部屋へ参りましょう。今回宿泊するのはスーペリアツインの203号室です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋、お食事、館内施設、サービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。テラスのついた約58平米のお部屋です。優しい間接照明の明かりと窓から差し込む日の光が気持ちの良い室内。トレイや鉛筆はすべて端材でできたもので、メモ用紙はメモを取った後にしまいやすいよう名刺サイズにされているそうです。置かれている江ノ浦奇譚という本は、写真家、現代美術家の杉本博氏の著書。お宿の真隣に杉本博氏が作られた江ノ浦測候所という複合アート施設があるのです。美しい景色とアート作品の融合を間近で感じることができたり、5億年前の化石、縄文時代の石鹸、古墳時代の鳥居、鎌倉時代の13重の塔など、たくさんの貴重なコレクションを見学することができます。琉球畳が敷かれたモダンな和風のリビングは、壁側が大きなクローゼットになっています。畳はさらりとした質感で、素足で過ごすのも快適でした。
リビングとベッドルームの間にあるおしゃれな壁、実はパネルシェードという次世代型のエアコンなのです。パネル内に通している温水と冷水の輻射熱により温度調節をするため、乾燥せず音が出ず、人と地球に優しいシステムです。ベッドは睡眠改善を促す西川&フリーのセミダブルサイズが2台。枕元にはコンセントと電気のスイッチ、読書灯が設置されています。ドリンクコーナーを見てみましょう。引き出しの中にハーブティーとコーヒーが入っています。地元小田原のひなコーヒーさんで作られているリモンオリジナルブレンド。キャラメルのような香りがして美味しかったです。ハーブティーもオリジナルのもので4種類あります。棚の下の部分が冷蔵庫です。水出しのお茶と季節のハーブティー、ミネラルウォーター。さっぱりとしていて飲みやすい味わいです。洗面所も非常に清潔感があり、ピカピカに磨かれた鏡や真っ白のシンクが安心感を与えてくれます。引き出しの中に様々なアメニティが用意されています。トートバッグはお持ち帰り可能です。ドライヤーはサロニア。お風呂に入れる用のハーブはティーバッグのように使います。コットン、綿棒、カミソリ、体を洗うタオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、スキンケアキット。スキンケアキットの内容はクレンジング、洗顔、お化粧水、乳液です。反対側の引き出しにはオーガニックコットン 100% の館内着、パジャマ、靴下が入っています。靴下は紡績工場で発生した未利用繊維を紡いで作られたもの。薄手のパジャマは滑らかな肌触り、厚手の館内着はインナーが響かずパリッとした着心地。下の段に真っ白なタオルとガウンがあります。お風呂は縁が薄くて綺麗なシルエット。後ほどご紹介するユニークな体験がありますので、お部屋のお風呂を使うことはない方が多い気がしますし、さほど問題ないと思いますが、お風呂は温泉ではありません。タオルウォーマーがあるのが嬉しいですね。トイレは TOTO のネオレスト。すっきり綺麗な空間です。こちらのお宿で絶対に外せない体験、ルフロをご紹介いたします。まず受付で説明を受け、タオルとルフロ着を受け取ります。先に浴場で頭も体もすべて洗い、ルフロを体験する前の準備を整えましょう。ブラシ、ヘアゴム、体を洗うタオル、紙ショーツ、シャワーキャップ、カミソリ、歯ブラシ、クレンジング、お化粧水、乳液、コットン、綿棒などアメニティは細かいものまで完全に揃っていますので、お部屋から何も持ってくる必要がなくとても便利です。浴場は2カ所あり、男女別になることもありますが、今回は2組のみの滞在でしたため、家族風呂のような感じで、お部屋ごとに浴場を貸し切りで利用させていただけました。自然環境に負荷をかける温泉掘削をせず、代わりにすでにある温泉の鉱石から成分を抽出し、濃度を増強する特許技術で作られたクラフト温泉が提供されています。それではルフロ着に着替えてフェイスタオルを持ってレッツゴー。蒸気が充満したぼんやり薄明かりの室内。ルフロとは凝縮された温泉成分のミネラルミスト浴で、30種類以上の薬石が敷かれた40度ほどの室内に横たわります。
10分ほど入ったら水分補給をして静養室でぼーっと休憩。薬石の遠赤外線効果でなのか、ルフロに入って数分で汗びっしょりに。いわばエアサプリです。蒸気による摂取は静脈注射に匹敵するほど効率が良いと言われています。お食事は夜も朝もダイニングアメツチでいただきます。アーユルベーダーや薬膳の資格も取られている料理長が、お食事からもゲストの健康をサポートしてくれます。珍しいシュナンブランのバンムスーと、すぐお隣の足柄で作られている日本酒琴姫を注文しました。一品目、晩秋の義氷糖。体の老廃物を排出する作用があり、玄米とハトムギが体の水分量を調節してくれます。自らの出汁で湯引きにされたメダイ、丁寧に味付けされた四方竹も滋味深く、周りを油で揚げた泡麩もお皿の中で良い役割を果たしています。3品目は桜のスモークチップでいぶされた状態で運ばれてきました。里いらずは砂糖がいらないほど甘い大豆の仲間、キッチャリーはアーユルベーダーの技法で豆のおかゆのことです。外はカリッと、中はとろりとしています。献立の文字だけでは予想できませんでしたが、続いてはお椀です。天然のにがりが使われており、ルフロで地のミネラル、お料理で海のミネラルを摂取できます。すぐ近くの海老名で作られている泉橋の秋鮭を注文しました。5品目はお作りです。ソーダガツオ、クエ、カンパチとメニュー外で地元産のアジ。真ん中にあるのは足柄湯葉です。土佐醤油、地元産の柑橘を使ったポン酢、瀬戸内のお塩、伊豆のわさび。つまにも甘酢やごま油で味付けされており、つままで美味しくいただけるよう工夫されています。こちらもコース外で1週間熟成させたクエのお寿司。添えられているのはシークワーサーです。6品目は伊豆鹿の酒蒸し。この鹿は全然臭みがありませんという説明をレストランなどでもよく受けることがありますが、こんなに臭みが皆無な鹿は食べたことがないというレベルです。手前にある自家製カラスミにも歓喜しないわけがありません。こちらも地元神奈川県のお酒、相模原で作られている相模灘を注文しました。お次のお皿はお蕎麦です。バオシャンとは中国の料理技法です。金目鯛の鱗に油をかけてパリパリに仕上げられており、香ばしさが感じられます。新そばではなく、あえてひねそばを使用しているのもこだわりポイント。熟成により旨味と甘みが乗り、香りも良いことが特徴です。メインディッシュは足柄牛のランプを炭火焼きにしたもの。足柄牛は神奈川県のブランド牛で、足柄茶をはじめとした健康的な飼料と丹沢の湧き水で育っています。締めのお食事は一組ずつ土鍋で炊いてくださっています。香味で出てきた里知らずも入っていました。お味噌汁もこうのものも手作りの優しい味わいでほっとします。カレーのオプションをご案内いただき、2種類ある牛肉の薬膳カレーと鹿肉のアーユルベーダーカレー、両方とも一つずつお願いしました。
のお料理も工夫や驚きがあって健康に良い上に非常に美味しいです。糖度の高いさつまいもの品種紅はるかを使った甘味に紫芋と白小豆のあんこ、上からマスカルポーネと醤油麹がかかっています。ルフロの効果と考え抜かれた献立のおかげで内臓の調子が良く、たくさんお食事をいただいても不思議と体が軽かったです。デザートをいただいた後にテラスへ移動してカモミールティーとカフェラテを注文しました。静かで気候が良くて、いつまででもここにいたいと思うほどの安らぎです。星がよく見えるようにと照明を消してくださいました。おはようございます。朝食もダイニング雨土でいただきます。早起きしてルフロへ行こうと思っていたのに、ぐっすり寝すぎて寝坊してしまいました。お目覚めのジュースは温州みかんかピンクグレープフルーツから選択。まずはじめに隣町の二宮にある花丸農園さんで育てられた完全無農薬のお野菜のサラダ、料理長特製の昆布だしドレッシングをかけていただきます。ヨーグルトはきな粉と蜂蜜で、予約時刻に合わせて白米を炊いてくださっています。命の1という品種で 1.5 倍ほどの大きな粒にもちもちとした食感と甘みが特徴です。具沢山のかす汁で体が温まります。景色も素晴らしく最高の朝ごはん。梅干しは種を抜いてカットしてくれているところがいいですね。こちらのお料理は添加物や白いお砂糖が一切使われていません。お料理の内容を簡単にご紹介いたします。お魚はメダイとダツ。目の前の江ノ浦漁港、その周辺の早川港や真鶴港など釣りのスポットとしても有名で、毎日新鮮な魚介類が水揚げされています。お隣静岡県の美緑、名前の通り美味しいです。小田原のピーマン、こういうお料理好きです。自家製の塩辛、優しい塩加減に自家製柚子胡椒がアクセント。滑らかなお豆腐、おひたし、地元産の小芋と豚肉、切り干し大根。ふわふわでお出汁の比率が極めて高いだし巻き卵。卵料理はオムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、だし巻き卵から好きなものを選べます。お天気が良いのでデザートはテラスでいかがでしょうとご提案いただきました。富士りんごと次郎柿です。防寒着とブランケットも用意されています。朝からしっかり元気が出る最高の朝ごはんでした。アクセスについてご案内いたします。江ノ浦リトリートリモンは神奈川県小田原市に位置しています。車では東京から1時間半ほど、公共交通機関では新幹線と在来線を乗り継いで東京から60分。最寄りの根府川駅からお宿までは車で5分。無料で送迎していただけます。江ノ浦リトリートリモンのスタッフの方は全員が最高峰のおもてなしでお迎えしてくださいます。1日目にお願いしたことを2日目には何も言わずともしてくださったり、欲しいと思ったタイミングで欲しいものを差し出してくださったり、お話の仕方や所作までとてもお上品で、全員の方が全員素晴らしいホスピタリティでした。
今お見せしている江ノ浦測候所のことを教えてくださり、予約手配もしていただけました。すぐご近所にある麦踏さんという有名なパン屋さんは遠方から買いに来られる方も多いですし、毎日開店からすぐにパンが売り切れるのですが、私が1日目に買えず翌日に買いたいなと話していたら、お宿のスタッフの方がパンの予約までしてくださいました。細かいところまで何もかもが最高で大満足の滞在になりました。初夏の空気に心躍る6月の下旬、山梨県甲州市に参りました。笛吹川のせせらぎが聞こえ、ぶどう畑と里山の風景が広がるこの地域は、東京からほんの2時間の距離にあるとは思えないほど、ゆったりとした時が流れています。今回訪れたのは、ザボーという名のお宿です。座して忘れると書くその言葉は、静かに座って現世の出来事や雑念を忘れ、心身を解放する。そんな深い意味を持つ仏教用語でもあります。車を降り、小道を歩いていくと、目の前に広がるのは懐かしさを誘う日本の原風景。趣のある古民家、手入れされた畑、澄んだ水をたたえる小川。ふと懐かしい記憶が静かに蘇るような感覚に包まれます。この場所を訪れるだけで自然と呼吸が深くなっていく。そんな空気が確かにここには流れていました。お宿の敷地は3000坪。贅沢なことに客室はわずか22室です。チェックインは14時。到着するとすぐロビーに案内していただきました。鯉が泳ぐ池を眺めながらほっと一息つきます。暑い日でしたため、冷たい緑茶と甲州金まんじゅうが供されました。まだ梅雨の真っ只中で、本日も明日も雨予報ですが、日ごとに夏の匂いが増してきました。今回宿泊するお部屋は22室のうち最上級客室の庭園露天風呂付き和洋室です。琴川のお部屋にご案内いただきました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。お部屋に入った瞬間、お茶の良い香りが漂ってきます。琴川は8畳の本間と寝室が二間続きになっているお部屋です。まず玄関から足を踏み入れると目に入ってくるのは柔らかな光に包まれた8畳の和室。窓の外に広がる庭園がまるで一幅の絵のようです。快適な滞在のために様々なものがお部屋に用意されています。和室の中央には低めの木のテーブルが置かれており、その上には丁寧に用意されたお茶のセットと地元のお菓子が並んでいます。コーヒーマシンはイタリアの老舗ブランドデロンギ製。本格的な抽出力を備えた1台です。冷蔵庫の中のドリンクはすべて追加料金なくいただけます。お水、アイスコーヒー、レモンティー、ジンジャーエール、ビールが置かれていました。
クローゼットの中にはお宿での滞在を快適に過ごせる衣類が用意されています。浴衣と反転、旅靴下。肌触りの良いガーゼ素材のパジャマ。大浴場へ行く際などに便利なカゴバッグ。今度はお隣の寝室を見てみましょう。ベッドはセミダブルサイズが2台です。2つのベッドの枕元にコンセントと USB ポート、スイッチが集約されていて使いやすい作りになっています。お部屋全体としてコンパクトにまとまっていますが、広すぎず狭すぎず、大人2名で宿泊するのにはちょうど良いと思います。寝室の片隅には書斎スペースも設けられていました。うまく空間が活用されていて過不足なく居心地の良いお部屋です。ベッドのお隣の細長い部分も実は開けることができ、中はクローゼットになっています。それではお待ちかねのバスルームのご紹介です。洗面スペースはシンプルで清潔感のある作り。周りには必要なアイテムが揃っています。洗面台の横にもアメニティが用意されていました。巾着袋の中にはコットン、綿棒、ヘアゴム、ヘアクリップ、歯ブラシ、ヘアブラシ、シャワーキャップ、シャンプーなどのバスアメニティはイギリス発のライフスタイルブランド、ローラーシュレー。ドライヤーはサロニアです。タオルもたくさん置かれています。客室のテラスに出ると思わず息を飲むような景色が広がっていました。目の前には美しくお手入れがされた日本庭園。そしてその中央をゆったりと泳ぐ色とりどりの錦鯉たち。池に配された大きな岩や石灯籠がまるで日本画のような世界を作り出しています。そんな特別な景色を独り占めできる場所にひときわ贅沢なヒノキの露天風呂。木の香りに包まれながら美しい景色を目の前にしてお湯に浸かる時間は格別です。湯煙の向こうに見える鯉の泳ぎ。耳を澄ませば水の音と鳥のさえずり。ただそこにいるだけで心がふわりとほどけていくような感覚を覚えます。湯温はちょうどよく保たれており、時間を忘れてゆっくりと浸かることができました。シャワーは高級美容ブランド、リファの高機能シャワーヘッドが採用されています。シルクのような水流で髪も肌もすっきりと心地よく洗い上げてくれました。シャンプー類はジュエリーブランドのミキモトが手掛けるスキンケアラインも置かれています。雨予報のはずでしたが、気がつくと青空が広がっていて、とても嬉しい気持ちになりました。今日はきっと素敵な一日になる予感がします。テーブルに鯉の餌が用意されていますのであげてみましょう。どこからともなく、たくさんの鯉とカモまで集まってきてくれました。可愛くて癒されます。館内の施設をご案内いたします。まずは大浴場です。大浴場へ向かう廊下からもうすでに利用の香りが漂っています。
ゆとりのある脱衣所。お飲み物、アメニティ、タオルなど必要なものはすべて揃っています。ドライヤーはリファです。クレンジング、洗顔フォーム、化粧水、乳液、綿棒、コットン、櫛、歯ブラシ、シャワーキャップが置かれていました。温泉はこちらのお宿の敷地内で湧き出ている笛吹川温泉を贅沢な源泉かけ流しで堪能できます。湧出口の温度は 43.4 度で自然のまま利用できる理想的な温泉です。1日なんと650トンものお湯が湧き出しており、豊かな自然の力に満ちています。高温のドライサウナもありますので、今度は連泊でゆっくり来たいと思いました。大きな窓があり、スペースも広くて開放的です。真隣に水風呂があり、動線も良いです。お部屋も大浴場も景色や環境だけでなく、泉質が良くて驚きました。注目すべきは pH 9.6 という非常に高いアルカリ性です。使ってみると意外にも肌当たりはマイルド。ここまで優しい高アルカリ泉は世界的に見ても非常にユニークで貴重な存在とされています。この温泉の調査、分析を手掛けたのは大月短期大学地球科学研究室の田中教授。田中式温泉液成分類によってこの湯がいかに珍しく理想的な温泉であるかが科学的にも裏付けられています。2階にはライブラリーラウンジがあります。広々とした上質な空間で綺麗な畳、高級なソファー、たくさんの本に囲まれています。そして特筆すべきはワインが飲み放題であることです。こちらの旅館は現存する日本最古のワイナリーである丸木ぶどう酒と業務提携されています。丸木ぶどう酒創業者の土屋辰則氏はワイン醸造技術習得のために日本人で初めてフランスに渡った人物です。ラウンジのワインは飲み放題であるにもかかわらず上質なラインナップで数々の賞を受賞しているフラッグシップワインをいただけます。明日のチェックアウト後に無料のワイナリーツアーに申し込みました。ノンアルコールのドリンクも置かれていますので、お酒が飲めない方もラウンジを楽しめます。フロントの裏手を奥に進んでいくと売店があります。地元山梨ならではの名産品が並んでいました。先ほどチェックインの際にいただいた甲州金まんじゅうも販売されています。棚には丸木ぶどう酒のワインがずらり。いくつかの銘柄はラウンジで試飲してから購入できるのも嬉しいポイントです。6月下旬の山梨県では日の入りが19時過ぎ。だんだんと日が陰ってきましたが、まだまだ明るいです。この庭園ビューのお部屋が素晴らしすぎます。おすすめです。さてさて、夜ご飯のお時間になりました。開始時刻は18時30分で係の方が客室までお迎えに来てくださいます。
夕朝食ともにお食事をいただく場所はこちらの古民家マルキです。1日2組限定のカウンター席をご案内いただけました。お料理は茶道と禅宗の食礼をルーツに持つ茶会席が提供されます。カウンター席のゲストには料理長が直々にお料理のご説明をしてくださいます。ドリンクはアルコールもノンアルコールも種類が豊富に揃っています。名物のイワナの骨酒も注文しました。清流にしか生息しない幻の魚と呼ばれるイワナ。地元県徳山のふもとで育ったイワナを丸5日間天日干しにして旨味が引き出されています。最終的には中身も美味しくいただけます。この日のテーマは衣替え。6月に入ると野菜や魚介も衣替えするかのように夏の気配をまとい始めます。コースの始まりは茶会席の各一汁三菜から。ご飯は地元産の幻のお米、むかわ4八米です。一口の煮え花がお腹を温めてくれます。お汁は赤味噌と白味噌を絶妙に合わせた仕立て。冬瓜と椎茸の優しい旨味が溶け合います。向こう漬けはマダイのへぎ作りです。繊維に沿って薄く削いだ身は滑らかで清らか。添えられた入り酒が鯛の繊細な旨味を引き立てます。お食事がしやすいようお箸は濡れ箸になっていました。続いて煮物椀です。中にはエビ、人参、ビュリネを合わせた豪華なヒロース。上にはアワビの煮貝が乗っています。口にするたびに手間暇かけられた丁寧さが感じられました。焼き物は2品。1つ目は地元県徳山の清流で育ったアマゴの炭焼き。癖がなく非常に脂が乗っていて、同じ川魚の鮎ともまた全然違った味わいです。その身はふっくらと柔らかく、炭の香ばしさがじんわりと広がります。2つ目は地元産甲州牛の杉板焼き。熱を通した杉板の香りが牛肉にほんのり移り、噛むたびに香りと旨味が重なっていきます。低温調理でじっくり火を通され、中は綺麗なロゼ色です。山梨のクレソン玉めのお味噌と柚子胡椒も味わいの豊かさを添えていました。お次は口を整える箸洗い。トウモロコシと昆布だしの澄んだお椀です。丸木ぶどう酒の樽香酒を注文しました。続いては八寸です。1年の中間にあたる6月は古くからの行事に半年間の汚れを払う名越しの払いがあります。そして本格的な夏に向けて茅の輪をくぐり無病息災を願います。そんな日本の伝統文化に基づいた美しい飾り付けで5種類のお料理を楽しめる八寸です。若鮎の風干し、川エビの旨煮、白織の雷干し、いちじくのごまクリーム和え。一人ずつ手元の板に取り分けていただきます。自家製のぬか漬けが運ばれてきました。
締めくくりは炊きたてのご飯と湯豆です。茶会席では最後に土鍋の底に残ったおこげにお湯を注いだ湯豆が供されますが、こちらではいったお米にお湯を注ぐことでより香ばしさが引き出されています。ご飯は穴子と枝豆のご飯と甲州牛のしぐれ煮ご飯2種類から選べました。両方おかわりが可能ですのでどちらもいただけます。幸福感とともにお腹が満たされ、最後にデザートです。感動はまだまだ続きます。客席の奥で茶釜がふつふつと音を立てて湯気を上げ始めると、なんと料理長がその場でお抹茶を立ててくださるのです。一服に込められたのはおもてなしの心と丁寧に積み重ねられた時の重み。その一つ一つに季節を味わい尽くす茶会席の精神が息づいていて、心までも整う贅沢なひとときでした。水菓子には信玄餅を思わせる黒蜜と牛皮を使った信玄アイス。そして地元産の新鮮な白桃、さくらんぼ、デラウェアです。美味しいお料理をごちそうさまでした。どのお料理もそれぞれの味わいが本当に美味しかったです。口に運ぶたび、季節や土地の恵みを感じました。そして非常に印象に残ったのが料理長の存在でした。一皿一皿に込められた心配り、穏やかな佇まい、一つ一つのおもてなしに感激しました。おはようございます。2日間ともに雨の予報でしたが、キラキラに晴れてくれました。朝食の開始時刻は8時から9時15分の間から選ぶことができ、9時15分のスタートでお願いしました。着席するとまずは一の膳が運ばれてきます。献立に添えられた日々これ口実という言葉の通り、どんな日も尊く美しいものに変わっていく、そんな力を感じました。最初にいただくのはお座付きの自家製すくい豆腐。淡い甘みを持ったトロトロの食感です。続いては目にも涼やかな夏大根のサラダ。貝割れ菜の青みが爽やかさを添え、香ばしい入りじゃこが輪郭を与えています。コクのあるごまドレッシングでいただきました。御膳の手前には、向川四八米の炊きたてご飯と甲州麹味噌のあさり汁。大徳寺淵高に様々なお料理が盛り込まれています。イワシの丸干し、夏ナス田楽、半熟卵、笹かまぼこ、鶏団子、カステラ卵、丸塩レモン煮、三回漬け、イカ黄金あえ、マグロのたたき。続いて運ばれてきた二の膳は、信玄箱ひょうたんと呼ばれる特徴的な形のお弁当箱。戦国武将、武田信玄が鷹狩りや物見の際に携えていたとされる器です。松花堂弁当や大徳寺淵高と並ぶ伝統的な弁当様式として親しまれています。二の膳は手打ちのお蕎麦です。まずは抹茶塩で、その後におつゆでいただきます。最後に水菓子です。徳は涼やかな白桃のゼリー寄せ。
隣には小さなリンゴのタルト、そしてみずみずしいオレンジです。ごちそうさまでした。素敵な旅館で美味しいお食事に出会えることは幸せなことです。夕朝食どのお料理も美味しく、接客も丁寧で、お部屋も素晴らしい。最高の滞在となりました。お部屋に戻ってきて露天風呂を堪能し、一足早くチェックアウトしました。琴川をはじめルームカテゴリーが上のお部屋は、本来チェックアウト時刻が12時です。11時から無料のワイナリーツアーに参加しました。専用車でお宿から丸木ぶどう酒さんまで連れてきていただけます。日本で育つのは非常に稀であるコルクの木。触り心地に軽さがあり、まさにコルクです。ここはぶどうが農家さんから最初に届く場所。工場の内部にもご案内いただけました。温度管理の精度向上により、日本のワインは一段とレベルが上がったようです。丸木ぶどう酒さんのワインは和食に合う味わいに仕上げるため、樽熟成する場合にも2ヶ月ほどにとどめるなど工夫がされています。ぶどう畑では羊が自由に動き回り、地表を掘り起こし、雑草を食べます。除草剤を必要とせず、自然にも優しいサスティナブルな農業が実現できます。貴重な長期熟成ワインが何万本も眠る地下セラーも見学させていただきました。5種をブレンドした甘口のワインが非常に美味しかったです。ツアーの最後には7種類もの自社ワインを試飲させていただけました。アクセスについてご案内いたします。ザボーさんは山梨県甲州市の笛吹川温泉に位置しています。電車では東京駅からお宿最寄りの塩山駅まで乗り換え1回のみで2時間半。車では東京都心からお宿まで約2時間です。日本海の荒波を眼下に見下ろす断崖。福井県三国温泉に佇む料理旅館、望陽楼さんへ参りました。明治11年、1878年創業。かつては北前船の寄港地として栄えた、ここ福井県三国で海鮮問屋を営まれていました。長い歴史の中で越前ガニを極め、進化を遂げてきた名宿です。2021年に全面リニューアルした建築も見どころの一つです。玄関を入るとすぐにフロントがあり、壁一面を彩る7000枚もの美しいタイルが出迎えてくれます。越前焼、織部、白磁など様々なタイルがお宿から東尋坊にかけての海の風景を表現しています。望陽楼さんの建築は国内外で数々の賞を受賞。海の目の前の立地は絶景を楽しめる一方で、荒波や潮風に直接さらされるため、過酷な環境に耐えるべく特別に設計されたコンクリート建築となっています。チェックインは15時。
まずはダイニングにご案内いただきました。どのダイニングからも海を望めるよう設計されています。淡く光を放つ夕日。室内には余計な装飾がなく、素材そのものの質感が際立ちます。近くの和菓子店で作られている栗きんとんとお抹茶をいただきました。11月の上旬、お盆の上と同じようにもみじと柿の葉が街中を染めています。望陽楼さんが全国に名を馳せる理由。それは福井三国港に上がる越前ガニの存在です。正式にはズワイガニといい、その中でも福井県で水揚げされたものだけが越前ガニと呼ばれます。漁期は毎年11月6日から翌年3月20日まで。タグ付きの越前ガニは身の締まり、旨味の濃さ、甘みの深さが別格。さらに 1.1kg を超えるものは皇室献上級として知られます。共用部の床は九頭竜川の流れを表現した栗の木のフローリングでパズルのようにピースを組み合わせてできています。客室数はわずか7室でプライベート感たっぷりの贅沢な作りです。7室はすべて全く違うデザインになっています。今回は102号室に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。それぞれの客室には名前がついていて、102号室は離れの蔵のある部屋という名前です。その蔵にあたる場所が寝室になっています。他のお部屋とは離れた作りの独立空間で、あえて窓はなく厚みのある壁に囲まれています。ベッドはシモンズ社製のダブルサイズが2台。2021年に建物を新しくする際、お宿の方が一番大切にされたことは、お客様にお出しする料理と同じように自然素材を生かして最高の建築を作ること。館内の随所に地元で採掘された石や福井県産の杉、越前瓦や越前和紙といった伝統的な自然素材が使われています。どれも福井の風土を感じさせる温かみのあるもので、この土地の魅力を肌で感じながら過ごすことができます。設計を手掛けられたのは建築家、東京大学准教授の川添義行氏。建築やまちづくりを通して地域の魅力を見つめ直し、その土地に新たな息吹を吹き込む都市デザインを通じた地方創生にも深い知見を持つ方です。廊下を抜けると一気に視界が開けます。こちらがこの客室のリビングスペースです。正面には大きな窓、その先に広がるのは遮るもののない水平線。102号室のカラーテーマは太陽が海に近づくです。
お昼間は明るい光が差し込み、夕方にはオレンジのグラデーションが室内を柔らかく染めていきます。明かりは間接照明を中心に装飾も最小限に抑えられ、額縁に飾られたような美しい自然の景色と時間の移ろいこそが主役となっています。102号室の客室面積は86平方メートル。最大6名まで宿泊が可能です。こちらの和室にお布団を敷き、寝るお部屋を分けることができますので、3名以上で宿泊する際には特に便利です。和室の天井は特別に防火の性能を持たせた越前和紙。応陽楼さんの建築は一貫して美しさと機能性を兼ね備えています。スイッチなどもシンプルでおしゃれなもので統一されていますし、家具や調度品は超一流の品で揃えられています。ただおしゃれなだけでなく、一つ一つの材質や仕上げに意味があり、それを滞在中に発見したり、汲み取っていくのも大人の旅の楽しみ方であるのかなと感じ、より上質な時間を過ごせたような気がします。敷かれているのは、鍋島緞通さんの手織り絨毯でカニボタンの図柄。2つのアイコニックな間接照明はどちらもスペインの照明ブランドサンタ&コールのもの。デスクからも海が眺められるよう配置されています。広々としたプライベートテラスから右手に見えるのは東尋坊。他にも周辺には自然、歴史、芸術などにまつわるたくさんの見どころがあります。リビングの壁側にはクローゼットがあり、木とコンクリートの質感が空間に統一感を与えています。荷物を置くスペースもちょうどよく、無駄のない設計です。肌にさらりと心地よい、さっぱりとした着心地の館内着。ふわふわと柔らかいガーゼのようなパジャマ。金庫も備えられています。そして足元にはスリッパが置かれていました。ドリンクコーナーにはシンプルで美しいラッセル・ホブスのケトル。そのお隣には常温のお水が用意されています。棚の下の部分には冷蔵庫がすっきりと収納されています。客室内のドリンクはすべて追加料金がかかりません。冷蔵庫の中にはみかんジュース、越前茶、お水、コーラ、炭酸水、エビスビールが入っています。引き出しの中にはドリップバッグのコーヒーと紅茶。紅茶は京都府南部の山あいで育った国産紅茶です。棚の引き出しの下段にはグラスやカップが整然と並びます。その下には三島のお茶セットが置かれていました。早速みかんジュースをいただきました。最後に廊下を通って寝室とリビングの間へ。お待ちかねのバスルームのご紹介です。洗面所はダブルシンクで広々とした作り。鏡も大きく照明の光が反射してとても明るい印象です。カウンターの上にはピカピカのグラスやアメニティが美しく並んでいます。
隅々まできれいに磨き上げられており、上質さが漂う空間です。水道は水を出す部分と操作部分が分かれたスタイリッシュな仕様です。シャンプー類はリネ&ニャン。良質な原料を国内生産にこだわりを持つ日本のブランドです。基礎化粧品は日本のスキンケアブランドボルタナの泡で出てくる洗顔フォーム、とろみがあるタイプの化粧水、昼用クリームと夜用クリーム、スキンメディテーション4点セットです。引き出しの中には歯ブラシ、ヘアブラシ、ボディタオル、コットン、綿棒、クレンジングジェル。下には必要十分量のタオル類と可動のドライヤーが置かれています。扉の向こうは楽しみにしていた客室温泉です。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩温泉 pH 7.7 の弱アルカリ性です。簡単に日本の温泉法を解釈すると 1kg 中に 1g 以上の成分が含まれていれば温泉と認められます。こちらのお湯は 1kg 中に 5.6g、つまり日本の温泉法が定める基準の5倍以上の成分を持つしっかりとした濃さの温泉です。それでいて人間の体液よりわずかに薄い浸透圧の低調性ですので、濃いのに強すぎずのぼせにくいことが特徴です。湯面の向こうに広がるのは荒々しくも雄大な日本海。東尋坊は約1300万年前の火山活動でできた柱状節理です。潮風が頬をかすめ、波の音が響く中、湯煙の向こうに広がるその光景は自然の力強さと静けさが溶け合うかのようです。三国の湯は海と空に抱かれるような安らぎの時間をもたらしてくれます。浴槽とシャワーブースの壁、お化粧室の壁には地元の越前瓦が使われています。越前瓦は一般的な瓦に比べ吸水率が極めて低く、東海や潮風に耐えられ、湿度と塩分にも強い上、高温でしっかりと焼き締められているため、カビや汚れがつきにくいことも特徴です。ただ地元の素材を使うということやデザイン性のためではなく、おそらく意味があって、素材の特性が空間の傾向と合致する場所に配置されているのではないかと感じました。ただ、この話はどこにも書かれておらず、いくら調べても確証は得られませんでした。あくまで私の推測であり、間違っている可能性もあります。しかし、これだけは間違いないことが、採用されているものすべてが本物で、素材も置かれているものも、どれも良いものだなということがよくわかります。それが美術館で芸術に触れている時の気分と似ていて、気持ちが良いです。応用楼さんには全部で7つの客室があります。それぞれデザインも広さも全く違い、予約の際には本気で悩みました。どのお部屋も素敵ですので、簡単にご紹介してまいります。
わかりやすいように価格ごとにグループ分けしてみました。今回宿泊している102号室は最も高いカテゴリーのお部屋です。もともと部屋数を決めず設計を依頼し、最高の形を模索する中で7室になったのだそうです。今回宿泊している102号室はすでに隅々までご紹介いたしましたので、ここからは他の6部屋を中心にご覧いただきましょう。201号室は寝室の正面にどこまでも続く日本海が広がります。まるで海に浮かんでいるような一体感が味わえる角部屋です。101号室はくつろぎのエリアと寝室を橋のようにつないだお部屋。空と海がそのままお部屋の中に続くような開放感があります。202号室はメゾネットタイプのお部屋です。夕暮れ時には寝室の壁が夕日に染まり、幻想的な光に包まれます。205号室は奥の角に位置し、海へと続くようなラウンジが印象的。深夜の海と空を思わせる色合いで静かな雰囲気です。204号室はプライベート感のある縁側付きのお部屋。一段低い位置から眺める海が美しく、穏やかな時間が流れます。203号室は中に入るとまず内露地が目に入るお部屋。狭い空間から海へと視界が開ける瞬間が美しく、心を動かされます。今回の滞在で一番期待していた夕食の時刻となりました。並んでいるカトラリーのシーフードフォークが目に入ります。世界的に有名な福井県の龍泉刃物さんのもの。700年受け継がれてきた越前打ち刃物の手技を守り、熟練の職人さんが一本ずつ丁寧に仕上げています。このアイテムの開発は東洋楼さんとチタン加工の会社3社で行われました。世界で一番高価なカニであるズワイガニ。今宵はズワイガニを存分に楽しませていただきます。まずは福井県の名酒、黒龍に梅を漬け込んだ自家製の梅酒が供されました。澄んでいて清らかな風味が上品です。福井県盆の時知らずを熱燗で注文しました。周りにお湯を張ってくださっていますので、熱さを保つことができます。蓋をすればより保温性が高まりますね。まずはじめに鬼エビの一品です。プリッと厚みのある身から噛むほどに甘みがあふれ出してきます。ソースはこのすぐ目の前の海で海女さんが取ってきたウニを丁寧に塩漬けにした地元ならではの塩ウニ。まったり濃厚で程よく磯の香りが立ち上がり、鬼エビの甘みと寄り添うように重なります。口に入れた瞬間の旨味の密度がとても高く、お酒が進む一品です。続いては初冬の味覚の代表、セイコガニです。
セイコガニとはメスのズワイガニのことで、漁期は毎年11月6日から12月31日までのわずか2ヶ月足らず。地方によってコッペ、香箱、メガニなど呼び方が様々にあり、地域性の強い冬のごちそうです。甲羅の中には濃厚な内子とプチプチとした外子がぎっしり。そして感動したのはその温度です。キンキンに冷やされておらずちょうど良い適温だからこそ旨味がふわっと広がり、味わいがとても鮮やかに感じられました。ここからは越前ガニのお刺身とカニしゃぶです。卓上にはグツグツと湯気を立てるお鍋が置かれ、昆布だしの香りが静かに漂います。このお出汁だけをいただいても驚くほど美味しいです。使われているアイテム一つ一つも一流の職人さんの作品で細部まで美意識が向けられています。そして目の前の越前ガニは非常に新鮮なものですので、生のままお刺身でも美味しいです。2本の足がありますので、1本はお刺身、もう1本はしゃぶしゃぶにします。プルプルとツヤのあるお刺身は身質が繊細で旨味が上品です。しゃぶしゃぶにすると昆布だしにくぐらせ火が通るにつれてふんわり花が咲くように身が開きます。お好みの加減でレアでも少し火を通してもそれぞれの表情をしっかり楽しめるのが魅力。お刺身とはまた違った風味でより甘さが濃く引き立っています。お出汁とカニの旨味が混ざり合い、後味がとても滑らかです。同じ部位のお刺身としゃぶしゃぶ、2つの異なる味わいを食べ比べできるのは贅沢ですね。越前ガニの質の高さをまっすぐ感じられる時間でした。次に運ばれてきたのは望陽楼さん名物のゆでガニです。今回いただく越前ガニは高品質というだけではなく、その中でも特に優れた個体だけが分類される皇室献上級のもの。福井県では毎年越前ガニを皇室に献上する伝統があり、地元では献上と同等の 1.1kg 以上の重さで身入りや品質の基準を満たすカニを特別に献上ガニと呼んでいます。実際に皇室へ届けられる格式の高さを持つ、まさに特別中の特別と言える存在です。茹で上がったカニは甲羅の赤が鮮やかで、お部屋に入ってきた瞬間から華やかな香りが広がります。まずはおかみさんが目の前で手際よく足を折り、解体して食べやすいように準備をしてくださいました。その後は自分で一つ一つ身を外していただきます。出汁の身は繊維が太くてしっかりしていつつも噛むとスッとほどけ、舌の上で甘みが広がります。茹でガニならではの香りがふんわり鼻に抜け、噛むほどに海の旨みが純粋に感じられました。しっかり育ったカニだからこそ出る張りがあり、一口ごとの密度が段違いです。食べ進めるたびに味が濃く深くなっていきます。茹でてあっても香りがしっかりと生きています。そして甲羅のカニ味噌は最高のご褒美。一口目から濃厚でコクのある極上の旨味です。
続いては焼きガニが参りました。個室に炭の焼き台が運ばれ、おかみさんが目の前で焼き上げてくださいます。表面は香ばしく、中心は半生に仕上げてあり、茹でガニとはまた違ったジューシーさ。炭火の香りがほのかに広がり、味わいに奥行きを添えてくれます。水分が少し飛ぶからか、カニ味噌は焼きガニの方がより強い旨味を感じました。毎年この季節になるとズワイガニを求めてあちこち伺っていますが、確かにこちらのカニは格別の美味しさです。お次はカニの天ぷらと手打ちの越前そばが運ばれてきました。福井県はお蕎麦も有名で、まさにこのおろしと薬味を乗せて冷たいお出汁をかけたスタイルが一般的。辛味大根のおかげで天ぷらをさっぱりといただくことができてよかったです。締めの釜炊きご飯が到着しました。蓋を開けた瞬間にカニの香りがふわっと広がります。実はコシヒカリ発祥の地はここ福井県なのです。その誇りを感じるような上質な味わいでした。お味噌汁と茎わかめの佃煮も美味しかったです。デザートは3品。広島県尾道のレモンを使ったシャーベットとゼリー、水羊羹、マカロンです。レモンの自然な酸味が心地よく、カニ料理の後のお口をリフレッシュしてくれます。福井では冬に水羊羹を食べる珍しい風習があるそうです。ピスタチオ味のギエールエルメのマカロン。秋芳堂の銀い節仕上げの急須も素敵でした。旅館のレベルを超えたハイレベルなお料理に大満足です。ゆっくり温泉に入ってから就寝します。柔らかい光と波の音に包まれながら穏やかな一日の始まりを迎えます。朝食をいただきに昨夜と同じダイニングに参りました。予約時間に合わせ湯豆腐が炭火にかけられています。地元産の完熟トマトジュースで乾杯。濃厚で甘く果実そのもののような味わいです。出来たてのお料理が次々と運ばれてきます。炊きたてのご飯は新米のいちほまれ。いちほまれは福井県のブランド米です。今までに食べたことのあるお米の中でも特に記憶に残る美味しさでした。お味噌汁はあさりの出汁に昆布の旨味が重なり澄んだ味わい。若狭ガレーの干物は塩加減が控えめで身の旨味がしっかり。この季節は子持ちで卵が入っていたことも嬉しかったです。お盆の上に並んでいるのは地元産ベビーリーフのサラダ。くず流舞茸とほうれん草のごま和え。旬の作り、本日はマイカです。焼きたてのだし巻き卵が到着しました。火入れが絶妙でとろっとしており、上にはマグロ節が踊ります。
続いて運ばれてきたのは厳選珍味の3点盛り。牛肉のしぐれ煮。黒龍の吟醸酒粕で仕込んだサバのへしこ。蒸しアワビと塩鬼。どれも日本酒を連想させる深い旨味で白米が止まらなくなる美味しさです。朝食全体を通して感じるのは一つ一つのお料理が丁寧で誠実であるということです。塩加減火入れ、お出汁の風味。すべてが上質で本物の味わいであると感じました。望陽楼さんのお食事は夕食朝食ともに最高に素晴らしかったです。水菓子はみずみずしいりんご、新香梨、越前柿、そしてピオーネ。自然の甘みが朝の余韻を優しく締めくくります。アクセスについてご案内いたします。望陽楼さんは福井県の北部、坂井市に位置しています。関東から向かう場合は、北陸新幹線を利用するととても快適に移動することができます。昨年、北陸新幹線が敦賀まで延伸したおかげで、あわら温泉駅まで乗り換えなしで行くことができるようになりました。東京駅からあわら温泉駅までの所要時間は乗り換えなしの白鷹号で3時間20分ほど。クラスは上から順にグランクラス、グリーン車、普通車とあり、ゆっくり過ごしたいためグランクラスを選びました。グリーン車も十分良いですが、グランクラスとグリーン車の差額は3000円ほどしかありませんので、断然グランクラスがおすすめです。普通車であれば、2、3のシート配列で横に5席並ぶところ、グランクラスは1、2の配列で同じ幅を3名しか使いませんので、圧倒的にゆとりがあり、空間の余裕が全く違います。グランクラスはわずか18席ですので、早めの予約がおすすめです。デザイナーはフェラーリやマセラティなどの高級車や数々の鉄道車両を手掛けられている日本人工業デザイナー兼奥山氏。The Future of Japanese Sense of Harmony。和の未来をコンセプトに日本の伝統的な文化を新幹線に反映させています。北陸新幹線の使用車両は E7 系、W7 系。前回の動画内でご紹介した東北新幹線の車両は E5 系、H5 系。内装のデザインが全く同じように見えて若干異なります。レクサスのシートや内装を担う世界トップクラスのメーカー、トヨタ紡織が座席を製造しており、高級車の製造で培われた技術が惜しみなく生かされています。着座姿勢の高額、長時間座っても疲れにくいクッション構造、振動の吸収性、体圧の分散、蒸れにくい温熱設計など、これらの分野でトヨタ紡織の研究領域は世界有数と言われています。実際に3時間以上座り続けてみて非常に快適でした。靴を脱いでスリッパでリラックスできます。あわら温泉は関西の奥座敷として人々に親しまれ、開湯140年ほどの歴史を持つ福井随一の温泉地です。あわら温泉駅から望陽楼さんまではタクシーで20分ほどで到着しました。
今回は私が心から敬愛してやまない旅館、湯河原の石陽さんについてお話しさせていただきます。これまで YouTube で100本以上国内外様々なお宿や旅の記録をお届けしてまいりましたが、普段私はあえてランク付けのようなことはしておりません。しかし、石陽さんだけはそういった尺度を超えて私の中で特別な場所となっています。もはや殿堂入りと申し上げても過言ではありません。その一貫した品格、お料理の完成度、最高峰の接遇、時間が美しく流れる佇まいに深い敬意を抱いています。以前にもこの石陽さんを1年間かけて季節ごとに訪れた記録を動画としてお届けしたことがございました。春夏秋冬、その移ろいとともに変化するしつらい、懐石料理の妙味を静かに味わい尽くすような旅の記録。私自身にとっても大切な思い出の一つとなりました。そして今回の動画はさらにその体験をもう一歩深く掘り下げた、いわばアップグレード版のご紹介となっております。私が特別な思いを持つに至った美しいおもてなしをこの動画から感じ取っていただけましたら嬉しいです。9月の下旬、秋の始まり。心待ちにしていた石陽さんへの宿泊の日です。私が初めて石陽さんを訪れたのは2年前の冬で、その時に宿泊したのがこの岩戸のお部屋でした。本間10畳、寝室10畳の二間続きでスイート仕様になっています。上質で落ち着く空間です。ぼかしは中秋の名月にちなみ、うさぎの剰余まんじゅう。まだ暑さの残る時期ですので、明日バチャは冷たいものを。母香は今の季節に合わせて軽めの香りに変えられているそうです。石陽さんに足を踏み入れると感じるのがセロトニンやオキシトシンがあふれるような多幸感、充足感。平和で穏やかな幸せが全身の隅々まで行き渡るような感覚があります。安心して身を委ね、リラックスできる唯一のお宿です。9月下旬に入っても各地で35度を超える猛暑日が記録される中、それでも通り過ぎる風が少しずつ秋の匂いを運んできています。本日の湯河原は最高気温が27度で最低気温が20度。湯河原は都心に比べると暑い時期に涼しく、寒い時期に暖かく、年間を通じて過ごしやすい気候が特徴です。車高のブラインドは電動で操作できました。私が感じている良いお宿に共通しているポイントの一つに適切に改修が行われているということがあります。衛生的で清潔な空間の提供は宿泊施設の中で最も大切なことだと思うからです。2年前にこちらのお部屋に宿泊した時も居心地が良く素晴らしかったのですが、今回はさらに水屋と洗面所周りを中心により美しく、そして使いやすく進化しています。大きな変化をしながらも自然で調和が取れているので、言われなければ気づかないくらいです。そんなところもさりげなくて品が良く、しみじみと良さを再確認しました。
夜ご飯のお時間です。朝陽のお節句にちなみ、菊のお花を食前酒に浮かべていただきました。お箸は濡らしてあるなど、細かなところまで配慮が抜かりありません。先付けは落花生豆腐。香りと風味が抜群に良いです。八寸はおかひじきの白あえ、サバ寿司、枝豆からしに、丸十唐揚げ、蒸しアワビ、新銀杏、鴨ロースに。一つ一つすべて美味しいです。続いてはハムと松茸のお鍋を中井さんが目の前で作ってくださいます。夏を越え、綺麗な脂が乗ったハモと松茸の出会いはこの時期だけの楽しみです。と作りは2種類、カツオとアオリイカです。カツオはお薬味と一緒にからし醤油で、アオリイカはお塩でいただきます。日本酒が進みますね。焼き物はタチウオの塩焼き。非常に脂が乗っていて、ふわっと焼き上がっています。年のぎは吉花うどん。うどんの麺は全粒粉で作られているので味わい深いです。コースも売り返しに入りました。お次は穴子とレンコン餅の炊き合わせです。シー魚として毛ガニとウニの湯治巻き。湯葉で包んで揚げてあります。とめ魚はさっぱりと春菊としめじのすびたし。お食事はマスのすけとイクラ。脂が乗っていて味がよく、日本産の天然物は希少で高価です。水菓子は色とりどりのぶどうをシャルドネのゼリーで寄せたもの。甘味は南京餅です。今夜も最高のお料理でした。幸福感に包まれながら体をゆっくり休めます。おやすみなさい。関陽さんのお食事は朝も楽しみです。お目覚めのドリンクは甘夏を皮ごと絞ったジュースをいただきました。柑橘のジュースは季節ごとに内容が変わりますので、季節の移ろいを感じられて面白いです。湯河原温泉は数十万年前に活動を終えた湯河原火山の生み出す温泉地。約1300年前に読まれた万葉集では東日本で唯一温泉を詠んだ歌の舞台となりました。山と海に挟まれた特別な地形が海の恵みを運び、森に豊かな実りをもたらしてきました。関陽さんの朝ごはんにはこの土地ならではの豊かな味わいが生きています。木々がきれいに色づき始めた12月の上旬、2ヶ月半ぶりに大好きな場所に戻ってきました。先にお伝えしますと、これからの1年で季節の特別なお料理を制覇しようと考えています。関陽さんでは追加料金で夕食を特別なものにグレードアップしていただけます。冬の楽しみはやっぱりカニです。今回は初めて宿泊するお部屋10国でお世話になりました。常連のお客様の中には10国が一番落ち着くという方もいらっしゃいます。
10畳一間のシンプルな作りで床の間と4畳半くらいの広縁が設けられています。お外を望むデスクとくつろげるソファーがあり、ファンが多いことも頷ける、なんとも落ち着く空間です。早速、お付きのお菓子と温かい明日葉茶をいただきました。本間の一角にクローゼットがあります。浴衣が2着用意されていますので、夕食時と朝食時で分けられて良いです。睡眠用にはパジャマが用意されていることも嬉しいですね。冬のため加湿器がお部屋に入っていました。テレビにはさりげなくカバーがかけられていますので、景観に触りません。私たちがよくお水を飲むので、水屋にはおそらく通常より多めにミネラルウォーターをご用意くださっています。それではお水を持ってお風呂場へ。温泉のぬくもりが染み入る季節。冬至の月、温泉には柚子が用意されています。お風呂のお湯に柚子を浮かべる柚子湯は、みそぎの風習で邪気を払い、体を清めて運を呼び込むという意味があります。北半球において、冬至は1年の中で一番日が短い日。この日を境に太陽の力が強くなることから、冬至は古代から運気が好転する大切な日だと考えられてきました。体がポカポカになっていい気分です。ゆっくり時が流れていきます。さて、お夕食の時刻となりました。非常に立派な松葉ガニをご用意いただいています。本日のカニは兵庫県津山港で水揚げされた 1kg 以上ありそうなものです。季節のお酒として自家製のレモン酒が供されました。先付けは柚子釜で蒸されたセイコガニです。セイコガニはメスのズワイガニのことで、毎年11月の上旬から12月末までの2ヶ月弱のみ漁が許されています。ハッスンはサバ寿司、大黒しめじの殻に今年出来たての自家製カラスミ、伊勢海老とハモの卵を和えたものなど、お酒の進むお料理が盛り合わせになっています。とあんはゆり根のすり流しです。ゆり根のでんぷんにより強いとろみが出ています。お作りはカニと青森産のヒラメ。手前は土佐醤油と煎り酒です。カニは傷みやすい食材で鮮度の保持が難しいことから、このように生でいただける機会は貴重です。クリストフルのカニフォーク。ほうじ茶のフィンガーボール。これから中井さんが目の前でカニを焼いてくださいます。世界で一番高級なカニである日本のズワイガニ。11月の上旬から漁が解禁になり、メスは12月末まで、オスは3月末まで、1年のうちの限られた期間のみ楽しむことができます。
オスのズワイガニは松葉ガニ、越前ガニ、タイザガニ、メスのズワイガニは香箱ガニ、セコガニ、コッペなど、地域によって様々な呼び名があります。コーラ酒も作っていただけました。おしのぎとしてさっぱり大根おろしとなめこの湯河原そば。続いてはカニのかぶら蒸しです。メスのカニの外子が入っていますね。シー魚として大中地芋のおかき揚げ。大中地芋はここからすぐ近く、静岡県沼津の伝統野菜です。レビ芋と里芋を足して2で割ったような印象で、ねっとりとした食感の美味しいお芋です。からしきみ醤油につけていただきます。締めのお食事はカニご飯。お味噌汁はいつもとは違う甘いお味噌の味で、カニご飯はお好みで途中から卵黄をかけることもでき、全体に旨味たっぷりで濃厚です。水菓子は季節のフルーツが洋梨のルレクチェ。甘味が道明寺の入ったくず湯です。ごちそうさまでした。ちょうど良い頃合いに中井さんがお布団を敷きに来てくださいます。静かで心地の良い日本の夜。おやすみなさい。おはようございます。と天気が良く、青い空に紅葉が生えています。朝食の前に温泉に行きましょう。朝は空気が冷たくて心地よいです。どなたもいらっしゃらず貸し切りでした。大浴場は1日目と2日目で男女が入れ替わる方式で、私が好きなこちらの展望風呂はいつも女性が2日目ですので、チェックイン日はお部屋の温泉を、チェックアウト日は大浴場の温泉を楽しむというルーティーンにしています。朝食の時刻に近くなるとお電話が来てから中井さんがお布団を片付けにお越しくださり、朝食のお支度が始まります。いつ訪れても端正で丁寧な石陽さんのお料理。小松菜と油揚げのおひたし。明太子、わさび漬け、地元の加古生産のかまぼこ。地元十二庵さんのお豆腐は季節によってお料理が異なり、寒い時期には湯豆腐です。蓋付きの器の中には、レンコン、かぼちゃ、スナップエンドウの煮物。関東風の厚焼き卵。温かいお料理はすべて後から出来たてが運ばれてきます。焼き魚は地元産のアジです。温泉に入って癒され、優しい和食をいただいて栄養をとって、なんて贅沢な方法で心と体を回復させているのでしょう。日本の良いところが大祭の中に凝縮されています。食後のお飲み物はコーヒーか紅茶から選べます。
チェックアウトが12時で朝ゆっくりできるのも石陽山の良いところ。少し食休みをしてお腹を落ち着けたら、最後にお部屋の温泉に入って体を温めてから帰りましょう。石陽山の温泉は湯冷めしにくく、暖かさが長く続きます。今回も幸せな時間でした。チェックアウト後は石陽山のご主人から紅葉を見るのにおすすめしていただいた熱海の MOA 美術館を訪れました。石陽山から MOA 美術館までは車で20分くらいです。11月中旬から12月上旬にかけてお庭の紅葉が赤く染まり、知る人ぞ知るもみじ狩りスポットとして人気を集めています。みずみずしい花々が夏の訪れを静かに告げています。私は再び日本の名宿、石陽山ののれんをくぐります。空は深く澄み渡り、どこかすがすがしい気配。自然豊かなこの地では一足早く数日前からセミが鳴き始めたそうです。つるんと涼やかなお菓子と冷たい黒文字茶をいただきました。今回お世話になるのは最上級客室である離れの観月庵です。その名の通り、月を眺めながら静かに季節を感じられます。玄関に足を踏み入れた瞬間、ほのかに香るお香の香りと凛とした空気に癒されました。寝室には畳に低くしつらえられたベッドが2台並んでいます。窓の外に目を移すと生き生きとした自然に包まれていることがわかります。観月庵は二間続きの広いお部屋で、寝室は6畳、本間は10畳あります。この本間の開放感が素晴らしいです。二面に大きく取られた窓からは柔らかな自然光が差し込んでいます。石陽山は何度訪れても毎回その素晴らしさが更新されていくすごいお宿です。縁側は L 字型に伸び、お部屋をぐるりと囲むように続いています。本間には液晶テレビも備えられていますが、その姿は初めから目に入ることはありません。テレビは収納家具の内部に巧みに隠されていて、空間の静けさやしつらえを邪魔しないよう見事に配慮されています。床の間には季節の草花と品のある掛け軸。そのお隣には大きな窓に沿うようにして上質なデイベッドが置かれています。本間の奥まった一角にはこじんまりとした書斎スペースもしつらえられています。こちらにも窓があり明るい空間です。続いてはバスルームをご案内いたします。すでにヒノキの香りが空間いっぱいに広がっています。
洗面台や鏡周りもシンプルで美しく整えられ、隅々まで磨き上げられた空間から細やかな配慮と品格が伝わってきます。お風呂場の扉を開けると、そこは自然の中の隠れ湯のような落ち着いた空間が広がっています。印象的なのは、お風呂から望むお庭の緑。自然素材をふんだんに用いたしつらえは、心身をじんわりと癒してくれました。明日から10日間ほど海外へ行くため、今あるタスクを終わらせます。なんとか仕事が終わり、もうあとは心置きなくリラックスできそうです。関陽さんでは、夕朝食ともにお部屋にてゆったり、季節の日本料理をいただきます。ずっと楽しみにしていたアワビ祭りの特別献立です。先付けが運ばれてきました。食前酒は梅酒です。先付けは蒸しアワビと純菜。とろりとしたウニと伊豆寒天、オクラが優しい土佐酢あんでまとめられています。しっかりとしたアワビの旨味と夏らしい清涼感を感じました。献立を確認し、次は8寸だと知っておりますので、日本酒が必要不可欠です。七夕にちなみ、カジの葉が添えられた8寸には、笑顔の止まらない品々が並んでいます。この8寸とお酒はたまらないですね。鮎にガウルカ、金地草、モロヘイヤのおひたし、うなぎのお寿司、葉物子卵寄せ、山桃蜜煮、手玉め、川エビ唐揚げ、トウモロコシのかき揚げ。とあんはハムと冬瓜のお鍋仕立てです。目の前で中井さんが調理してくださいました。ハムのアラと玉ねぎから取ったというお出汁が優しくて美味しいです。お作りは2品あります。まず1つ目はカレーです。身に張りがあり、爽やかで絶品です。そして、アワビの水貝。水貝とは、アワビをお酢作りにして氷水で冷やし、コリコリとした生のアワビを楽しむ夏ならではの趣向です。アワビの肝ソースも最高ですね。なんと、熱々に熱した温尺も別添えで用意されており、お好みで片面に10秒ほど軽く炙っていただくこともできます。焼き物は鮎の炭火焼きです。香ばしく焼き上げられた鮎にタデ酢が添えられ、夏らしい香りと苦味が食欲を誘います。おしのぎは夏大根とすだちが添えられた全粒粉の冷製うどん。非常にさっぱりした一品で、お口をすっきりさせてからお次の揚げ物に続きます。シー魚はアワビのお酢衣揚げです。衣の香ばしさと中のアワビの柔らかさが見事に調和しており、素材の魅力が余すことなく引き出されています。炊き合わせは水なす、生麩、インゲン、上からクリーミーなごまあんがかかっています。一見植物性の素材だけですが、おそらくお出汁に甲殻類が使われており、豊かな風味が広がる素晴らしいお料理でした。
締めのお食事はアワビのご飯です。赤だしと香のものを添えていただくこの締めくくりはまさに贅沢の極み。この赤だしがまた良い塩梅で本当に美味しいのです。さらに贅沢なことにウニとアワビの肝ソースも用意されています。水菓子は季節のフルーツとしてスイカとピオーネ、そして水羊羹です。食後の余韻を優しく整えてくれました。こうして石陽さんでの夕食が静かに幕を閉じました。一皿一皿に込められた丁寧な手仕事と美的センスが素晴らしいです。中井さんの所作や言葉も滑らかで心を預けて過ごせる安心感が食の満足をさらに深くしてくれます。この静けさと品格の中に本当の贅沢が宿っているとしみじみ感じる夕食でした。石陽さんの夜は温かく安心感に満ちています。静かに夜の深まりを感じ、そのまま自然にまぶたが閉じていきました。おやすみなさい。おはようございます。鳥のさえずりと虫の声が聞こえる穏やかな朝。お目覚めのドリンクは飲むヨーグルトか季節のみかんジュースから選べます。お部屋でいただく朝ごはん。目の前に並べられたのは一つ一つ丁寧に用意された和の朝食です。端正に整った品のあるお料理で心が落ち着きます。食後は少し胃を休めて、その後お部屋のお風呂を堪能しました。消化のためには食後1時間ほど空けると良いようです。チェックアウトの12時までゆったり過ごさせていただきました。木々の葉が少しずつ色づき、空気にひんやりとした気配が混じり始めました。山の風が夏の熱を払い、香りの深い季節の訪れを告げます。今年もまた秋の香りが山に満ちる頃、石陽山を訪れました。こちらに宿泊させていただくのはもう8回目となりました。それだけ何度もリピートするほど愛してやまない旅館です。お宿の敷地内に一歩足を踏み入れると、質の高いお香の香りとともに秋の空気が迎えてくれました。午後の光が柔らかく感じられます。さて、今回私が滞在するのは石陽山の中でも特別な離れのお部屋の一つ、総楽庵です。この総楽庵は、お宿の本館から少し離れた場所に立つ一軒家のような塔で、静けさとプライベート感を大切にした空間です。玄関を入った目の前の襖を開けると、まず本間があります。8畳の本間と4畳の広縁、そしてそれをぐるりと囲むように広々としたテラスがあります。いつ訪れても居心地がよくほっとする空間です。
ちょうどこの季節は総楽庵のお庭に金木犀が咲いていました。風に乗って柔らかな香りがふわりとお部屋の中へ漂い、ここにも優しい秋の気配が感じられました。総楽庵は外から見てもお庭に囲まれた独立性がよく感じられます。季節の移ろいをお部屋の窓越しに感じられるその余白こそが、こちらに滞在する時間を豊かにしてくれます。寝室はツインベッド仕様。旅館に泊まりながらベッドの寝心地を望む方にも適したしつらえです。窓を通じて外の木漏れ日が差し込み、柔らかな光とともに目覚める心地よさもまた、このお部屋ならではでしょう。お部屋の廊下の途中には水屋があり、中井さんは玄関ではなく水屋から出入りされます。そして、このお部屋の最大の魅力の一つがバスルームです。一点の曇りなく、隅々まで磨き上げられた洗面所は、石陽さんの信頼そのもの。引き戸を開けると、木の香りがふわりと立ち上ります。そういえば、前回今年の夏に石陽さんに宿泊した際、こちらの総楽庵は、ちょうど改装中でした。大きなテラスやこの開放的なお風呂など、空間の心地よさがさらに増し、もともと美しかったすき家作りの趣を残しながら、より洗練された佇まいへと生まれ変わっています。一息つくと中井さんが和菓子とお茶を運んできてくださいました。のんびり外を眺めながら思い思いの時間を過ごします。夜の帳が下り、静けさがそっとお部屋を包んでいます。夕食の前に一度お部屋の温泉に入ろうと思います。お湯にゆっくりと身を沈めると、重力がなくなったかのような心の底から深いリラックスを感じました。これほど安らぐ瞬間は他にありません。いよいよ夕食のお時間です。この夜は秋の香りを存分に味わう松茸の特別献立をお願いしてあります。まずは食前酒を注いでくださいました。静岡県の開運です。先付けは焼きくるみ豆腐。くるみの香ばしさが立ち上り、とろけるような舌触りです。続いて8寸にはセリと丼のみぞれあえ、サバ寿司、すとりみょうが、子持ちあゆ有馬に、車エビ馬に、小芋をかき揚げ、厚焼き卵など、器に秋の里山の景色が詰め込まれています。続いてはハムと松茸のお鍋です。目の前で中井さんが丁寧に仕上げてくださいます。本日は長野県産の松茸をご用意いただけました。まず1杯目は松茸のみで繊細な風味を楽しみます。2杯目にはハムと松茸を共に。
お出汁に溶けたハモの旨味が松茸と合わさり贅沢です。お作りは明石の天然の鯛。上品な甘みとしっとりとした旨みが澄んだ身に包まれています。あしらいはつる紫の芽と菊のお花。作り醤油と入り酒でいただきます。焼き物はタチウオの杉板焼きです。タチウオは身がふわふわで脂が乗っています。どの器も上品でお料理の美しさを一層際立たせています。炊き合わせは滑らかに裏ごしした北海道産のじゃがいもの中に牛すじが入ったバレーショまんじゅうです。シー魚は松茸のフライです。ぎゅっと閉じ込められた旨味と香りが噛んだ瞬間に溢れ出します。とめ魚は大黒しめじとインゲン、梨の白あえです。そして締めのお食事は松茸ご飯です。湯気とともに香りが立ち上ります。薄めの味付けで炊かれたご飯はお出汁の香りと松茸の風味が見事に調和しています。水菓子はピオーネと柿、甘味は芋小豆羊羹です。ほのかに香るお芋の風味と控えめな甘さが美味しかったです。石陽さんに通わせていただくようになってまだ数年ですが、人生の節目ごとに立ち寄りたくなる心の拠り所のような存在になっていることを感じます。石陽さんに伺えると思うと仕事をたくさん頑張れるのですよね。石陽さんに行かれた方は全員おもてなしが素晴らしいとおっしゃいます。玄関、フロント、客室、どの係の方も丁寧で親切。控えめでありながらそっと先回りして期待以上の接客をしてくださいます。そのプロフェッショナルな心配りこそがまた帰りたくなる理由です。これからも新しい感動と優しい幸せをいただきに、またのれんをくぐらせていただきたいと思っています。現在、石陽さんの客室は全8室。料金につきましては、こちらの表にまとめました。この動画を通して石陽さんの魅力を皆様へお届けできていましたらとても嬉しく思います。今回の動画はいかがでしたか？この動画を気に入っていただけましたら、ぜひ高評価やコメントをお願いいたします。もう少しで10万人を突破できそうですので、チャンネル登録や SNS での拡散、ご知人へのご紹介などで応援していただけましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。